こんばんは。準備中映ってます？これで画面切り替えたかな？こんばんは。大輔さんもつくよみさんも猫さんもこんばんは。ちょっと自分の方で今配信画面が確認できないので、あ、シロさんもこんばんは。ちょっとちゃんと映っていればいいんですがだから何も映ってない私の方では大丈夫だといいな。ちょっと後ろが来たちょっと後ろでなんか生活音鳴ってるかもしれないけどちょっとごめんね。お疲れ様です。ちょっとさ、今週なんですけどヘンテコパッドのね中を見ようみたいな感じにして資料を作ったりしてたんですけど、特大 PV とかファミ通とかいろいろ来たので、そっちの話をいろいろできたらなぁと思ってます。たまげもの映ってます？あ、よかった。じゃあ大丈夫そうだね。やりましょう。声もプシュって音が聞こえているならば大丈夫でしょうちょっとねコメント欄の確認ができないので、ちょっと反応が遅くなったらすみません。なんだろう、今日やっぱ土曜日だから YouTube が重いのでしょうかプシュです。乾杯しましょうさてこれでいや困ったな。コメント欄が見れないのがちょっと難点だけども、なんでだろうな。まあいいか、やりますか。ちょっとなので反応が遅かったら申し訳ないですがよろしくお願いします。あ、しまった。Twitter から X から私のポストを探して開けばワンチャンいけるんでは。ちょっと待ってね。こうしてアプリで開く。ちょっと待ってね。アプリで開きたいんだけど無理か。ちょっと YouTube を再起動しようかな。ちょっとごめんね、手間取っていて申し訳ない。こんばんは。で、今日はちょっともし話したい人がいたら VC 入ってきてもいいようにしようと思っているので、
ダメだこりゃコメント欄が見れないな。もういっか、やりましょう。やろう。左がそうアランですね。今週はファンタジーライフ無印リンクの頃のキャラが出た感じですね。ラルバさんもこんばんは。ファミ通買いました？農家と芸術家の詳細が載ってて、この2つは特にやばいなと。そうなんですよ。昨日のね特大 PV と、あと公式ホームページとかにも全然載ってない情報がファミ通に書いてあるので、ちょっとねまだ買ってない人は買ってください、ぜひ。いや、あれ期待値高いですよねめちゃめちゃ楽しみにしてます。ファミ通買いました？みんな買いましたか？買ってない人いる？ロイヤル闇鍋そうこれね、英語版だとロイヤル闇シチューだったかな。ロイヤル闇シチューなんだけど、日本語版だとシチューじゃなくて鍋なんだよね。だからさ、ロイヤル美味しい闇鍋闇と闇をかけてる感じだよね、この名前ね。おもろいな。だいたいいつも海外版の方が面白い感じのネーミングセンスなのに、あとセリフの言い回しとかね。今回は日本語版の方がなかなか好きいいよね。いや、確認できないな。ちょっと反応が薄くても無視しているわけではないからご容赦くださいまし。買いました？大輔さんも。いやー、いいよね。期待が高い。期待ができる、これはで、もう一個の方のたまげ物がダルス・レイモン像だね。これは前のニンドリかな。ニンドリ買った人だったらわかると思うんですけどだね。ルーザさんのたまげ物つうことで、これは買った人は知ってるけど買ってなかった人は知らない、初めましてのやつかな。いいね、このさアランさんのさ、ピーノさんの時も思ったけど、前髪とかでさこう顔の特徴とか出すのいいね。これは可愛いと思う体が重いなって言ってるこれもいいよねよし、4月の終わりにファンタジーライフ用のスイッチライトを買おう。大輔さんはスイッチでやる人かな。いいね。もうずっとそれ入れっぱなしにしてね。デグダスのたまげ物名もファミ通に載ってましたね。近いうちに出そう。そうだね。いや、期待しておるファミ通の電子版読み放題サービスで読みました。ナイス。いや、あれはちょっとぜひ早く詳細をね、みんなが見れるところでね出してほしいよね。いいな、ちょっと早く喋りたいよ。ファミ通の内容も。でルーザの杖 PV で一瞬だけ見えたけどかっこよかった。本当に？まだちゃんともう隅から隅まで止めて見るみたいなことしてなくて、今日一日ちょっと流しっぱなしではあったんだけどそっか後でさ、じゃあちょっとそれも見ようか、いろいろで、さっきちらりと英語版を出したけど、英語版は、ロイヤル闇シチューと、これなんて読むんだろう、マージックデイモンスタチューかな、多分最初の単語だけわからないマージックっていいのかな、読み方詳しい人いる？ダルスモルスとか、ダルスモルス系の単語が英語だとこのマージックとかそういう名称なのかな。ダルスモルスっていう名称じゃなくて、そうなんだろうね。誰だっけ、バカでっかな大陸がさ
海外版だとなんかめちゃめちゃかっこいい名称になってるよって教えてくれたの。誰だったかな。そういう感じでちょっと海外特有のダルスモルスの言い回しなのかもしれないね、このマジック。読み方が合ってるか分かんないけれどもね、こんな感じだね。さてそろそろ映ってくれないな。全然今日のライブ配信のページに飛べない。まあいっか。でちょっとね、内定いつも出してるさ内定キャラのさページをね実はまだ更新をしていなくて、なんかさ結構いろんなホームページに出てた新規のイラストの方でさちょっと待って、ウェブページを出そう。画像を持ってくればよかったな。ウェブこうしてバカでっかな大陸のとこだっけ、画像が出てこない。今日ネット重いのかな我が家があ、来た。ここでさ、ちょっと待ってね。いっか、下ちょっと暗くしてグルッチェとハッポー、そうグルッチェとハッポーね、だいぶ前から実はいるんですが、あれどっかにさ、あった画像だけボーンと見せるやつ、これね。でもこっちで見るよりこっちのホームページのトップメニューで見た方がでかいんだよね。ここにテルハさんがいるので、テルハさん内定ということで、あ、ももねこさんこんばんは、いらっしゃい。なのでちょっとなのでここのテルハさんを内定にしましょうかね。これちょっとこの場で編集することになってしまい申し訳ないんですが、これちょっとね先週のままなんだよね。これが多分もうたおやか恋のぼりイコールテルハさんでいいと思うんだよね。でだよ、今週のどこだ、ルーズさんは雑誌消失だったけれどももう普通に出たので、ここもニューにしちゃおう。であと誰だっけな、ここのさ、ちょっと待って、ホームページの方を移そうか。ここのこの真ん中にいるこれはレルナちゃんでいいんだよね、きっと。あ、フェンネルさんこんばんは。いい眠りドラゴンバイク、これね楽しみだね。グレンさんが乗ってるやつ。あ、マーボーさんこんばんは。やっと決まりましたね。発売日がちょっと遅れちゃいましたけれども。アフアマルさんもこんばんは。サイトに載ってる新キャラとかね、そう書きたい。そう皆さんみんなでちょっと更新していこうと思ってね、今日ちょっとまだ何もあれしてないんですよ。あ、イプシロンさんこんばんは。左にグリがいる。この私が知らない子かな、オンラインの。ちょっと待って、もうちょっと画面が画面が触れるまで待って。こうなんかキャンプ地のここにこの子、これかな、カーソル見えて、あ、これこの子かな。これグリって子。いやようやくだね。いやちょっと遅れてるけど、まあいいじゃろう。あ、ムミュさんこんばんは。静止画持ってこないんですか。ね準備しなかったので、ちょっと保存するか。ちょっと待ってね。名前をつけて保存、ダウンロードのとこでいいか、とりあえずぶち込み。ちょっと待ってねね、そう今日ねちょっとプライベートでバタバタしてて、これを更新する暇がなかったんだ、ごめん正直に言う。画像を持ってくる。ちょっと待ってね。ダウンロードからこれか、あ、これだね。
オッケーオッケーオッケー。さこれでっかいからさ、画像がバカでっかい画像もバカでっかい。でん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 。ここに入れる？ここに入れるか。で、今日は話したい人がいたらVC 入ってきていいよ会にしようと思うのでこれだとちょっとちっちゃい、結局ちっちゃい。あ、わかった。こっちに入れないで、ちょっと待ってね。すごい作業して申し訳ない。一回消し、こっちじゃねえやっぱり。拡大したいんだったらこっちに入れるべきだよね。へい、ちょっと待ってね。今配信画面に何が映ってるか全然見てないけど、なんか変なものが映ってないと信じてるよ。よしよし、この場で何もかもやろうとしてる。よくないもうこんばんはこんばんは。ちょっと待ってね、みんなごめんね。初見さんがもしいたらごめんね。ちょっと待ってね、今ちょっとお取り込み中です。こうしてこうして、こうしてもうこうしときましょうか、とりあえず。んで、ほいで、ちょっと待ってね、申し訳ない。そう、なんか内定、この子も新しく内定したじゃんみたいな子がいたらちょっとコメント欄で教えていただけると幸いでございます。こうすれば見栄えは良いかと思います。ちょっと待ってね。あと喋りたい人いたら喋りたいですって言ってね。新規イラスト、これでよろしいか。これで見えるんじゃない？でも配信画面何映ってんだろう、怖い。あホームページだった。よかった。よし。そう、なんかクラウズセーブとかのそういうののね話もしたいですよね。ちょっと待ってね。フェンデルさんに挨拶はした。グリの話を聞こうとしていた静止画が今持ってきた。その子が狩人のグリ、多分どんぐりコロンボトル。あ、本当にこれ前教えてもらった子か。なるほどね。じゃあちょっと更新しましょう、ここも。ちょっと待ってね。これ今急いで持ってきた画像ねで、内定キャラのところが、じゃあオンラインの子だからこっちに移動しようか。ちょっとね。おそらくこの子でしょ的なあれで。よし。じゃあクラウスさんの下に入っていただきましょう。こうして一人だけ名前が長い名前がどんぐり、ここで切っちゃおうか。コロンボトル。ちょっとここでね、ちょっと一回で、ちょっと待ってね。こうしてまさかの名前が長くて入りきらないパターン。こうしてほい、ニューチークさんのニューは一回消させてもらい、でここも一旦消しでついにリンクの無印の子たちがいっぱいになっちゃったな。ちょっとこれは後で調整するとして、ちょっと無理やりここにアランさんを入れよう。はい、アラン、アランで、たまげ物の姿だけが分かっているので、ちょっとここから拝借して、ちょっとね、今日なんか YouTube の我が家の YouTube の調子がちょっとよろしくなくて、コメントが確認できない。はっさっき全部消しちゃったか。やべ。とりあえずニュー。はい、こんな感じでいいですかね。あとなんかいるかなあ。で、レルナちゃんもこっちだね。
またイラストだったけども、これは後で変えとくか。じゃあよしよし、こんなもんでしょうかね。ちょっと配信画面を見よう。よしよしよし、これで大丈夫かな。ほい、めっちゃ見やすい表、ありがとうあとあれだね、ファングさんもまあ内定というかね、見た目があるからここも更新したいよね。これもじゃあちょっと待ってね、これもはい。いや、新しい子がいっぱい増えたね。これはニューにしとこう。あといる？あとさ、この結局わかんない子がさ失礼、一人いるんだよね、ここに。これさ、多分さ、誰も知らないモロコシかかしの人の姿ではないかなと思ってるんですけど、この子ねレレナもね、ちょっと無事移動、ちょっとさ狭いから後でリンクの表のところに移しとくねそう、もうリンクのキャラいすぎて書ききれなかったクロスセーブ可能って書いてあって、一つ疑問に思ったことが、プラットフォームが異なる場合、片方で DX 版、もう片方で通常版だとどうなるんだろうはね、後でまとめて話そうかなと思ったんですけど、ちょっと武蔵レベル5の別のゲームのメガトン級武蔵の時のことを例に挙げると、例えばスイッチとスチーム版を買うとするじゃないですか。でスチーム版だけデラックス版を買ってて、スイッチ版を通常版で買ってたとした場合、クロスセーブはできるんですけど、居眠りミニゴン、マウントとかイエリアちゃんとかエドワードとかトリップの衣装とか、ああいうデラックスエディションに含まれている特典のものに限ってはスチーム版に行った時だけ反映されるみたいな感じだったんですよね、メガトン級武蔵の時は。なのでスイッチで遊ぶ時もスチームで遊ぶ時も居眠りミニゴンに乗りたいよっていう場合は、どっちでもデラックスエディションみたいなやつを買う必要があります。スチームだけでもいいやっていうのであれば、スイッチの時はちょっと別のマウントに乗ったりとか、そういう感じになると思います。ちょっと武蔵の話を例に挙げたので、ちょっとファンタジーライフが実際どうなるかわかんないけど、同じレベル5の作品として発売されている武蔵ではそういう対応でした。そんな感じかな。ちょっとわかりましたかね。一応そんな感じグレンバイクに乗ってるのいいな、いいよね、これね、かっこいいよね。ちょっと待って、謎の少女の仮面のままだったわ。これ少女なのか少年なのかもわかんないけど、お下げだから勝手に少女だと思ってるけどね、かっこいいよね。そしてなんかみんなざわざわしてたエドワードさんだけマウントに乗せてもらえない脚力で行くやつと言われていて、ちょっと笑ってしまいました。そうこんな感じだね。グリがどんぐりコロンボトルじゃないかってのは私の予想でしかないから決定ではない。そうですね。じゃあ後で一応直しときますね。またテルハの時みたいにこんな感じでチャカーボーとかこんな感じで言っときますかね。しかもどんぐりコロンボトルをさ、こっちにしちゃったからちょっと違うよね。こうじゃないんだよね。これが待ってね、グリで、ちょっとニューには消えてもらって、多分これでいいでしょう。多分ちょっと消せば1行に入るかな。こうでいいんじゃない？これでいいでしょう。あといるかな、この中にいる？新しい子そんな感じになると思いますね。その特典に関しては載ってないのをマジ笑う
本当で乗せてもらえないのちょっとかわいそうだけど、なんか一生懸命走りついてくる可能性もあるのだったら、それもちょっと見てみたい気もします。特典周りの仕様どうなんですか社長ね。まあでもこれから分かりやすく出るんじゃないかな、そのクロスセーブのやり方とかに関してもね。ラウラとルーザは何に乗ってるんだろう。ルーザさんはラクダかな。結構さPV とかでも出てるけど、ちょっと待ってね、どっかに乗ってないかな。ファンタジーライフ通信のちょっと待ってね、だんだんさ量が多くなってきたからさ、ファンタジーライフ通信の今週の画像ここに持ってくるの忘れちゃった。うわ来週まとめて喋ろっか。そしたらちょっと待ってね、ラクダに乗ってるルーザさんはどこだ。ジャンピングラクダのファンタジーライフ通信あった。これ多分ラクダこれだと思うんだよね。ラクダに乗ってて、ラウラちゃんはパンサーのモンスターのさパンサーに乗ってる感じですね。これはこっちで見た方が早いか。これよね、こんな感じ。これはラクダこっちはパンサーで、 PV でトーストスに乗ってる映像もねちょっと載ってたね。バイクとかなんかどうやって手に入れるんだろうね。モンスターとかはさ多分なんかそこら辺にいる子たちを手なずけてさマウントにするのかな。それかどっかで買ってくるのか、買ってお迎えするのか。ドラゴンバイク、居眠りドラゴンバイクとかさ、こういうのはどうするんだろうね。作るのかなやっぱり自分で。そこら辺もちょっと気になりますよね。ね、マウント相当速そう。なんかさトーストスの映像すごい笑ってしまったんだけど、なんか結構力強くさ走っててアドミさんこんばんは。全然走り方が力強いからぜひちょっとトーストスの映像を見ていただきたい私はあれに乗りたいなと思ってるそうだな、悪いなエドワード、このパーティー4人組なんだ。そうなの。だからちょっとお留守番していただくか、後ろから走ってついてきてもらうかだね。実績解除とかなんかそういうタイミングでかなね。何なのかよくわかんないよね。そう本当はね今日たまげものカタログじゃないよ、ヘンテコパッドのところの周りをね見ようと思ってちょこっとだけ画像を用意してきたんだけども、その昨日の特大 PV で映ってたヘンテコパッドの中身がだいぶ変わってたので、なんかこれを見たところで今更なみたいな感じになってね。これ私有の時のなんですけど、去年の9月の装備、キャラクター、アイテム、ライセンス、マップガイド、オプションってあったんだけど、ここまでフルで入ってて、なんか新しくスキルボードがここにあって、あとなんだっけな、レシピとかマウントとか、あとどこでもゲートとかなんかね、新要素のアイコンがめちゃめちゃあったかな。あとあれだね、実績系、なんだっけ、後で映像見ながら喋ろうか。ちょっとね、そこまで画像を用意する時間がなかったんで、ちょっと今日は特大 PV も並行で見ながら喋っていこうかなと思っております。こんな感じかな。ごめん、ちょっとファンタジーライフ通信の画像を持ってくるのを忘れた。申し訳ない申し訳ないトーリップのヘルメットの翻訳機が1000年前にタイムトラベルした後で頭突っ込んだみたいだから、1000年前は機械文明が現代よりも発達している説は十分にあるから、バイクもありそう。なるほどね。活動か。ありがとうつくよみさん。確かに結構発展してそうではあるよね。1000年前とは言われているけれどもね。気になる。ゲームのオープニング絵本調であってくれ。いいね。オープニングムービーとかさ、なんかテーマソングとかあるのかな。どうだろうね今回。そこら辺もちょっと楽しみにしたいね。ちょっとファンタジーライフ通信の画像を持ってくるの忘れたということであれやっちまったよ。PV の話とかしようか今日は。じゃあ申し訳ねえ。
ロストテクノロジーはロマン。そうだね、今の現代にはない。でも昔発達していた世界というのもまたおつなものですよ。いいですね。いや、何喋りたい人いませんか？いや、このまま私が一人で喋る感じになりますけれども、よろしいですか？これでちょっと待ってね、 YouTube の方を見たいから、どれだ？これか？あれ変わらないぞ。ちょっと待ってね。こうしてこうして、これをこうする、これをこうする。あ、変わった変わった。オッケーオッケー。あ、グッドモーニング、こんばんは。昨日も見ちゃったからなんかな、もうあれかもしれないけれどもなんかさ、この映像の中に新しいキャラクターとかなんかモンスターとか見つけた人います？ちょっと並行してメモっていこうかなと思うんですけれども、なんかちょっと都度教えてもらえればメモっていきますので、よろしくお願いします。見るか。ちょっとね、音がでかい可能性があるからちょっと気をつけてね。ちょっと待って、ちょっとちっちゃめにしよう。1場面ごとに止めますか？止めていく？いいよもう今日はそういう回にしようか。これ多分いいよね。こうでしょ？これさ、スペースで止める？あ、止められるね。すぐ止められる。どこで止めよう？はい、もうここオンライン版の昇格試験で倒したモンスターがいた。あ、本当ですか？それもなんか後で教えてもらえると。ちょっとラグがあるから、もしかしたら分数を教えてもらった方がいいかもしれないけれど、ちょっとここのさ、この働き蜂のここにお隣にいる子はさ、なんかピンク色のなんか別の蜂さんで確定だと思うんだよね。今日めちゃめちゃでかいリビングのテレビの画面でね、確認したらやっぱちょっとピンク色の蜂さんだったんだけど、これはなんかオンラインの時代にいたとかあります？どうかな？この子でもなんかピンク色の蜂というだけであれなんですけれども、それ以外の情報が何もわからないけれど、ピンクの働き蜂みたいなやつメモっておきましょう。これもへい。桜もどきとピンクの蜂、名前はさ、なんか桜もどきでカッコ仮でいいのかな。音がレベル5の起動音で、確かにねこの音聞くとさ、うわレベル5のゲームやるぞみたいな気持ちになるよね。じゃあなんか桜もどきカッコ仮にしとこっかカッコ仮。ちょっとメモってる画面はちょっと今映さないけどちょっとメモっとくね。じゃあ次行きますか。おい、この画面なー。はい、ここはこのトサカの生えた恐竜みたいなやつとか、これはいたのかな。あとあれだね、普通に桜の木だね。桜の木と、ガンモエパンサーっていうの、この下の子、これガンモエパンサーか。速攻ぶとすもう強火だよ。これでガン燃え、ガンが燃えてるってことか。ガン燃えパンサー。また変換がおかしなことになってる。
ケーと、これ BGM 消しとこうか一回。トサカはモヒカンザウルス。モヒカンザウルスね。オッケー。モヒカンザウルスと、いや、気になるな、いろいろ。と、カメ、パンサー、かっこだこ。パンサー、ムレボス、レックスかなね。これ、あと、こいつか、このトゲトゲしたやつ。これね。あとさ、個人的にこのさ、気になってるのが、ここの真ん中のなんか牙みたいな、なんか闘技場みたいになってるところね。ここ、なんか、あるのかな？ここでなんか戦ったりとかさ、ここにボスみたいな別で枠とかさ、ちょっと気になるね。これはどうだろうな。この真ん中のね、こうなんか中央があみあみしててちょっとあんま歩きたくないとこやるやつ。この炎の亀燃えてる亀とパンサーか。じゃあ次行きましょうかね。へい。クロスセーブのとこはな、やっぱあれ、あ、さ、ここもなんかあるかな。ちょっと早かった。いける。暗い。ここが限界？ここが限界か。ここもなんかあるかな。でもなんか顔の怖い建物のなんか全貌がちょっと分かったね。上から見たやつが。モンスターはいなさそうだね。トリップの友達みたいなのがちょっと飛んでるくらいか。このなんかゲートみたいな門の前のこの2つの段階のなんか広場とちょっとした建物みたいなのとかね、何なんだろうね。これは気になる。右下にも同じものがある。これはどこの右下だ？ストーリーで使われそうな感じだよね。これなぁ。右下？あ、ほんとだ。ある。あったあった。これか。なんか確かにストーリーで使われそうな予感はするね。わあ、よく見てる。ここしか見てなかった。ここしか。ファンタジーライフアイでは時をもうさ、ここのなんか2人の動きがめちゃめちゃなんかスムーズで良いよね。超えた大冒険が楽しめるストーリーはもちろん、オープンワールドでの果てしないダルスモルスの古代遺跡に似てる。あ、確かになんか色味とか遺跡の感じとかはね、確かに一番近いかもしれないね。もうデートですよこれ。確かに。いやなんか動きがさ、すごいなんだろう、リアルなんだけどちゃんとファンタジーライフの世界にデフォルメされてるからさ、すごいなんか感動してしまったよ、あそこの綺麗さに。ものね。ファンタジーライフアイではここめちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗だよ。楽しみだな。レムちゃんの服とかも作れるようになればいいのにな。この辺はまたなんか謎の風車みたいなのあるけど、それ以外は夏子こと影がちょっと映ってるのくらいかな。この回したところは。で、あとはこの制作色のさ、ここのボタンの操作がどうなるのかもちょっとね、気になるよね。一応連打と長押しと普通の丸は見たかな。スティックぐるぐるなくなってることを信じている。もう頼む。クソカワ芸術家ねえ、めちゃくちゃ可愛いよね。この髪型いいな。このなんか一生懸命やって目つぶっちゃってるのも可愛い。で、居眠りドラゴンのところはなんか気になることありました？
アイコンでコマンドがわかりますね。ここでね。あ、そうで、つくやみさんここ見ました？ファミ通の。ファミ通に載ってる画像のここの UI。なんか、この前話してたやつになってたと思う。でも結局、なんやかんやいじった結果、ここに落ち着いたんじゃないかなっていう。そういえば。コマンドで。これ R1 で、これを出してて、だね。モンスターとのマジックアーツが、ちょっと待ってね。違うな。を活用したものづくりにちょっともう一回。を活用したものづくりにで、今これなんか四角とか何も触ってないよの状態だけど、モンスターとの戦いのほか自あれ分好みに島や部屋をこんな一瞬。探索やライフを活用したものづくりにモンスターとの戦いのほかあ、でも特に変わってない？自分好みに島や部屋を飾り付ける島属性変更とかね、書いてあるよね。つける島クラちょっと待って。だいぶ。ライフを活用したものづくりにモンスターとの戦いのほかで、ここもでも最近よく見てるところかな。あ、ゆうやさんこんばんは。どうぞどうぞ、今日もちょっとファンタジーライフの話をしておりますので、よかったらいろいろお話ししてってください。マジカーツにも数字あるので強くなる。ね、そうだね、そうだね。そう、今日さ、見せようと思ってた画面、ちょっと出そうか。並行してね。ここのね、今ちょっとヘンテコパッドの画像なんだけども、どこやったっけな？ちょっと待ってね。あ、ほらほらほら。これ王国兵士の状態なんだけど、一応王国兵士としてのスキルで、シールドガードとか、これソニックブレードってあるんだけど、これにもさ、数字の1が書いてあるから、多分このスキルもね、2、3とか4とか5とか、どこまであるかわかんないけど、なんか強くはなっていく感じだよね、マジックアーツもね。そこら辺ちょっとね、わかるよね、この画像からも。あ、今配信画面にこの画面映ってる？あ、映ってる。あ、よかった。映してないのに喋ってたらあれだったけど。そう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 。あれ、NPC の子たちは、こんな感じで、なんて言うんだ？2つ名が載ってて、あとシーンライドはこの次のページの、これなんだけど、多分スキルがシーンライドによって解放されていく感じで、それが今いくつだよみたいなのは多分このページで一覧で確認できるような状況かな。で、必要度5個マックスになってるね。私有の時は5個マックスだったんだよね。そう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 。こんなだからね、ちょっとね、いろいろ強化ができそうなところもちょっと楽しみですね。さて、YouTube に戻ろうか。ほい。ダウンロード版はどのくらいの容量でしょうか？いやー、わかんないね。もう、それはレベル5さんじゃないとわからないところだな。どんくらいになるかね。容量開けとかなきゃいけない問題がまた始まるかもしれない。よしよし、じゃあ次行きましょうか。自分好みに島や部屋を飾り付ける島クラフトライフアイコンの下にレベルも経験値もライフ名もあって違和感なかった？あ、本当にやっぱつくよみさんはあっちの方が良さそうな感じ。ちょっと暗くなっちゃったけども、これでね、昨日もちょっと話してたけど、お家の広さがだいぶ変わっているので、どれくらい拡張できるかもちょっと楽しみだね。で、なんかエリックの肖像画もいつも通り飾られているし、このね、ギターとかもなんか音鳴ったりとかしたらいいよね。ちょっと素敵だなと思う。この後ろのソファーも初めて見るやつだし、てかさ、窓のなんか形とかもすごいさ、種類ありそうじゃないですか。この前の雲のさ、すりガラスの窓みたいなのもあったけど、なんかこれだいぶ大きいさ、奥にちゃんと、なんだろう、奥行きのある窓とかにもなってるし、お家のこの窓の形状だけでもどれくらいあるのかもちょっとね、楽しみだな。そうそう、大きさもね、たくさんありそうだよね。これのなんかちっちゃい小窓みたいなのとかもありそうだし、いや、
一体一体どれだけ作り込まれているのか、ちょっとこう動きたい。クラフト無限に潜れで、奥深いダンジョン。るダンジョン。この辺はやっぱみんな気になってたこの10年前とか。このなんか年数が何に関わってくるんだろうな。まあモンスターとかのダンジョンの強さになってくるんだろうけれども、それだけで済むのか気になる。あ、うばさんこんばんは。スチームでも出るということで、スチームでやります。お、いいですね。私もな、どうしようかな。スチーム版か PS5 かちょっとまだ悩んでいる。スイッチは絶対買うんだけど、スイッチパケ版で買って、PS5 かスチーム版を、ダウンロード、デジタルデラックスエディションで買おうかなと思っている感じですね。ももねこさんもスイッチね、だから容量がちょっと気になりますよね。あ、さとみさんこんばんは。おい、次行くか。このダンジョンもさ、なんか一層がどのくらいの広さなのかもちょっと気になるよね。制限時間がなんか30分設けられてるから、30分でまあクリアできるかなくらいの広さではあるんだと思うんだけど、どのくらいの構造になってるのか気になる。リンクの時のさ、この塔の試練のやつみたいに、あれくらいの広さは一つのフロアにあるのかな。ちょっと気になるね。何年の間にこいつがいるので素材取りましょうみたいな。あ、そういう感じかな。までやりたいこと。この辺もねこのレッドウルフの顔がなんかたまらなく可愛いんだけど、ちょっとおとぼけな感じ。なんか部屋が続いてるっていうよりかは、なんか廊下みたいなのが続いてる感じなのかな。ここも気になるな。テンション技のね、ゲージがちゃんとあるのも確認できたし、ここら辺結構スッキリしたかな。すっきりしてる気がする。で、なんかつくよみさんが昨日言ってたけど、ラウラの盾がね、実装確定だね、みたいな話をしてたよね。部屋の形もランダム説。あ、そうだね。何パターンかあって、こういう廊下地続きみたいなところもあるけど、その奥行ったら、一個部屋みたいなのがポンってあったりとか、そういう感じもあるかもな。でもパッと見まだでも、10年前だとさ、そんなにレベル高いモンスターがいる感じじゃないよね。20レベルくらいか。モンスター部屋はウェーブとかあるのかな。なんか次々にやってくるみたいな。わー。それちょっと楽しそうだね。なんか気づいたら囲まれてボコボコにされたりとかもありそう気がする。ここの4ページは、さっきまでの映像をつないだ感じのとこでしょ。いやでもここら辺のこういうさ、なんだろう、装飾とかにも何か意味があるのかなとかすごい考えてしまう。昔の時代になるにつれて建物内が綺麗になっていて、行ける範囲が広くなってそう。なるほど。10年前は崩れたりして通れないところも通れるとか。なんかそういう解釈も素敵だね。10年前でレベル20か。やばい。100年前になったらさ、一体何レベルくらいになってるんだろうね。怖いなー。怖いなー。これは、骨ドラちゃんか。だいぶちっちゃくなったね。紹介しきれないたくさんの要素の一部をご紹介します。でも本当に一部だったよね。本当に一部だった。ファミ通を見ていると。これは、多分ギルドにいた子たちだよね。多分。もう一緒に冒険してた子たちが、多分一緒に島に住むことになるんだろうな。大穴もさ、やっとなんか真上からの映像出たね。いや、新キャラがここから来ますわね。そうね。いや、まださ、既存キャラクターばっかりでさ、ほぼほぼ、新キャラこっからさらに増えるんでしょ。怖いよ。ならば行くしかない大穴の中へ。そして見つけ出すのだ、その歯車を。壊してって言ってたレムちゃんの歯車がこの地の底に落ちてるとかそういうことなのかな。
なんかさ、この状態のさ、レムちゃんがさ、楽しめるストーリーほら、はもちろん歯車を壊してって言ってるじゃん。これが現代の島で見たレムちゃんからお願いされたことであって、大穴が開いてるのも現代だから、あれどこまで見た？この辺？導かれ大きな穴が開いたなここの下にある可能性あるよね、その歯車をが。発見します。実はあ、金丸さんこんばんは。あ、スイッチ勢ですね。これ1枚イラスト？あ、どれ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 だ？ 1 枚イラスト。ちょっと先に行こうか。レベル上限どこまであるかもう気になるよね。200レベル以上あると思う？その島は私あると思う。 1000年前には人々が暮あると思ってる。らす豊かな王国だったの味です。の、この、かわいい。王女である少女レムから現代でメスあ、大穴のシーン？大穴のシーンの。権者であるあなたはドラゴンの化石に導かれ大きな穴が開いたここ？そうだね。一枚イラストというか、もう一枚ドーンの映像だね。そう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 。大穴に歯車が封印でもされてるのか、何なのかね。大穴の下に眠って落ちてしまったのか、歯車が。あの大穴って中から何か出てきたんじゃないかな。ダークドラゴンあたり。ああ、確かに。ダークドラゴンがさ、どっから生まれたのかとかも全然まだ謎ですもんね。いやー、スイッチ2にも対応するかどうかは、レベル5さんに聞かないとわかんないかな。私もちょっとそこら辺はわからないですね。実はその島は1000年前には人々が暮らす豊かなまあでもこの前の何個か前の配信でも喋ったけど、王女である少女レムからかわいい。ここまでなんかね、プラットフォームいろいろ並行して開発しといて、スイッチ2だけ対応しないはさすがにありえないから普通に考えたらあるんじゃないかな。と、一般人の私は思っているところ。でも王、女である少女レムからレベル5さんしかわからん。現代でメッセージを受け取ったあなたは個性豊かなこうもねー。へへへへ。ここのデグダスさんの動きなんか、ひょろんとしてて良くないですか？で、私はメラルドさんちょっと女の子だと思ってるんですけど、ちょっとね、ファミ通のメラルドさんのイラストを見てちょっと、おーんって思ったんですよ。多分女の子だと信じている。なんとなく。あ、初見さん、こんばんは。母なる大地さん、どうも。PS4 で出るの嬉しい。お !PS4 でやりますか？そっか、5だけの可能性もありましたもんね。って考えたら、5買ってなくて、4だけしか持ってないよーっていう人にはちょっと、いい朗報でしたね。こんばんは。コメントありがとうございます。鉱石のところゴーグルあったのか。あ、このデグダスさんのこの頭のとここれね。そう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 。あったんだよ。実は。実はデグダスさんちゃんとね、ゴーグル乗っかってたんですよ。いや、みんなレベルどこら辺まで上がると思う？私、200は絶対行くじゃないですか。オンラインの時ってなんかそのプレイヤーランクみたいなの上限どんくらいだったんですか？同じく200。でもソシャゲで200はちょっと足りないか。大穴に仕掛けが仕込んであるとか、その鍵が歯車とか、もうね、ほんと、もう今のうちに妄想しとこう。もっとさ、このポカン口を開けたまま、なんかずっと、あーってあっちこっち見るトリップを見てほしい。見て、ほら。かわいいのめちゃくちゃかわいい。初期200、アップデで300。いや、それ硬いね。なんか、さらに欲を言ったら500くらいまでいきそうな気もするけどね。で、このバカデッカーナ大陸という名前をつけたのはエドワード3世。これね。あなたがつけたんですかってなってめっちゃ笑った。女。ネーミングセンスよ。そこには豊かな資源はもちろんエドワードセンスだったね。で、大埴輪ストーンの、あれ、化石のマークってこんなマークでしたっけ？ちょっと、ちゃんと見てない。なんかこのマップの岩みたいなマークだったような気がしてたけど、気のせいかもしれない。こんなくっきり見えるようになって。
トリップ現代から過去に行くと小さくなってる。本当に？マジか、それは気づいてなかった。あとなんかさ、ここになんか、なんだ竹みたいなよくわかんないものとかも実はあったりしてて、なんなんだろうってちょっと思ってた。あとこれね、これ、謎の、名前なんだろう。もう今ギョロンヌって呼んでるけど。これもなんか何に使われるというか、何の役割があるのか全然わからん。多分ワープなんだろうけれども。あとこの祠ね。祠もさ、新しく今回出てきたやつだよね。このマップのやつのこの紫色のドアはさ、どこでも、なんだっけ、ゲートっていうのが分かったから、じゃあこの祠は何よっていうのがね、まだ謎。ギョロなんとかみたいな名前だろうね、きっとね。あれなんだ、山坂喋るとコミュニケーションが取れると思ってなかったんですよ。とうとう。ここは、あとはなんだろうな。さ、この、どこでもゲートが普通に移動のためのドアであって、で、ガチャダンツリーが、ランダムダンジョン要素になるっていうのが分かったから、これ何っていう次の新しい疑問。祠って言われてたけどね。何するところなんだろう。あと何箇所もあるのかとかも、何箇所もあるっぽいな。ちょっと気になるよね。ここにもなんかあるしな。これ、同じやつだよね、多分。同じ個体？でもな、砂漠じゃないしな。草生えてるもんね。で、形は、同じ？いや、違うな。同じじゃないな。違うとこにある別の祠だな。骨ドラゴンに乗ってる時のトリップと、かぶってる時と大きさが違うよな。本当に？ちょっと後で見てみようか。何取ってくる祠だろうね。そう。ダンジョンなのか？それもわからないよね。そしてこの南北ウッドと南北フルーツウッドね。あれなんかさ、上にいる？ここ。なんだ、砂トカゲだったわ。ここで、なんか新キャラさんだよね。ココットと、ランチョ。あとこの着ぐるみさんはさ、レストランという名前なのか、レストランという何かを担っているのか、ちょっと、名前がそのまますぎて、謎だなと思っている子たち。これちょっとメモっておこうかな。よいしょ。配信切れてないかな？今なんかくるくるしてるかもしれない。これはココットさん。いいね。ちゃんとなんか料理とかにちなんでる名前でね。と、ランチョ。と、レストラン。どうだろう？私の配信ちゃんとつながってるだろうか？大丈夫だね。ここに来たらまずはご飯を見よう。ね、ご飯をさ、ちょっといろいろ見ていきたいですね。ここさ、このコッコットさんの後ろにさ、焼きとうもろこしみたいなのあるよね。これ。お魚はこっちじゃん。で、日野社長通信の、海辺にいた時にあったこの網皿に乗ってるようなお魚もここに置いてあるし、ランチョンマットが名前の由来だと思う。そうだよね。ココットはちっちゃいさ、お皿というかなんか、ソースとか入れたりする本当にちっちゃい器の名前だよね。これフルーツもさ、これパイナップルとか実装されるよね。リンゴ、ブドウ、これなんだろう？レモンかな？色ちょっと黄緑がかってるけど、レモンっぽい感じと、でしょ？で、ここにピザがある。そう。ピザ作れるの嬉しいよね。これいいな。あとなんだろう、シチューと、これはカレーかな？カレーっぽいのがあって、こういうメニューとかさ、この砂時計とかもさ、作れるようになってほしいんだよね。すごい楽しみ。
のこのフルーツ盛り合わせも欲しいしな。あとなんだろうな。トウモロコシと、なんかさ、この卵置きみたいなのめちゃくちゃ可愛くないですかこれ。これ気づいたみんな。これ鶏の顔してんの。ね。これ可愛いよね。右の魚の直火焼きが面白い。そう、これね。これ絶対美味しいだろうな。ここでさばいて、内臓取って、ここで焼いてんのかな。これいいよね。ちょっとチェックしてこれさ、ここ焼きとうもろこしだと思う？私焼きとうもろこしだと思ってるんだけど。どう思います？これ。これメモっとこうかな。フルーツが、パイナップルと、リンゴと、ぶどうと、レモンかなって感じでしょ。で、焼き魚と、ピザでしょ。いや、この卵だな、めっちゃ可愛いんだよな。これ欲しい。これ置きたいよ、部屋に。あとなんだろう、ここの部分。いや、全部美味しそう。こうなんか、調理器具とかも壁にかけられてるし、この窓も実装されるのかな。それも楽しみにしとこう。いつでもどこでも。あれ、ここ。これさ、これね、ちょっとこれ、保存しとこうかな。ぽい。これ取っとこう。さっきのやつと全然違うよね。さっきのやつを出すと、これか。これが私有の時のやつ。ほんで、これが今回のやつ。だから、結構変わっているというか、追加になっているというか、アイテムの位置が変わってるし、装備の位置とちょっとズレがあって、キャラクターはそのままあるけど、下の段にずれてて、あと増えてるのが、重ね着。重ね着さ、こんななんか別枠取るくらいだからさ、NPC も重ね着できるのかなっていうのをちょっと期待してるんだけどな。見た目装備できるといいよね。と、スキルボード。スキルボードあります。スキルボードがあるのと、あと、増えたのが、そう、さっきつくよみさんが言ってた活動っていうのが増えて、あとクエストの確認もメニューからいけるね。で、いろんなものが作れるから、それのレシピもここで一覧でできると。なんかさ、図鑑システムがあったはずなんだけど、図鑑、次のページとかかな。こうね、一応なんかページめくれて、また別ページがもう一枚あるっぽいんだけど、そっちとかにあるのかな。で、ゲートもここから開けて、マップも見れると。で、マウントがさ、マウントここからいろいろ選択していける感じになるのかね。パンサーを選んで乗るとか、なんかどっかマウントを取りに行くみたいな必要性がなさそうで、これはいいなと思いました。図鑑2ページ目かな。ね、そんな感じしますよね。一応スペック表にも図鑑まだ残ってたし、多分、どっか別のページにあると思うんだよね。ピザが、ピザ窯の左横に粉を引く石臼、あるね。そう、石臼もある。これね、凝ってるよね。すごいね。なんか、ちゃんと料理のなんか、なんだろう。手順動線がわかるよね。だからトウモロコシがここにあるから、ここで焼いてんのかなってちょっと思ってて。ねえ。楽しみ。ココトさん料理人。ランチョはわかんないね。これだと。で、ここでなんか知らんけど、フォークとナイフマークがあるから、またなんか料理人とかと違って、普通にショップ扱いなのかな。ここでなんか食材変えたりとかそういう感じかもしれないね。レシピ単独ですぐに見つけられるの良きだね。そうだね。わかりやすくていいよね、これ。で、セーブも自由、並び替えも自由。だといいな。
あれだね、武蔵の時ってさ、メニュー画面自由に移動できたんですよね、その項目を。だからなんか自分で使いやすいように移動させたりとかしてて、よく使うこのメニューの項目をね。そういうのあるといいよね。あ、並び替えがあるからさ、ここに四角で。だから多分できると思うんだ。他のゲームでやってた便利なことはファンタジーライフに持ってきました感すごいあると思う。いや、セーブここから行けるのもいいしね。って考えるとますますギョロンヌ何なんだろうって思ってる。あ、葵さん、こんばんは。遅くなりました。どうもどうも。いえいえ。そう。さ、みんな、女神層の下にさ、このなんか謎のどんぐりあるの、ちょっと気になりましたよね。これ何に使うんだろうね。たまげ物の解放人間に戻すのに必要なのが女神層でしょ。このどんぐりは一体何？もう本当にまだ一部しか私たちは知らされてないんですよ。だから怖いなぁ、怖い。この後一体何をさらに教えてもらえるのだろう。怖いよ。で、そして何もわからないすっぴんさんね。リンクにいた NPC が着ぐるみ族になったのかなあ、どうなんだろうね。あ、そのなんかお店の子たちが代わりに着ぐるみ族になったってことかな。これもな、この洋服かわいいよね。あとこれテンション上がった。もうね、この錬金術師のこの白衣っぽい感じ良くないですか？あとこのなんか、なんだ、薬品止めのベルトボトルみたいなやつ。ボトルベルトみたいなやつ。かわいい。なんて言うんだっけこれ。モノクルって言うんだっけ？名前忘れちゃったな。もうね、かわいいよね。どっち側につけるとかも変えられたらいいのにな、左右。昔の PV とかと比較して見てみません？お魚刑務所で調べると去年、一昨年あたりのが出てくる。31分あたりから。公式、あ、そうなんだけどね、ごめんね。わしゃがな TV はね、ミラーとか、他の配信で切り抜きとかしちゃいけないっていう規約になってるから、ちょっとね、それはできないんだ。だからそれぞれでちょっと見てもらう感じになるんだけど、そうそうそう。あれは一応ね、他の YouTube で流しちゃいけないことになっているんですよ。残念ながら。芸術家の帽子の先が筆になってるのが可愛いよね。そうそう、わしゃがなさんの PV はね、出しちゃダメなの。そう。自分たちでこう比較して、言葉で喋る分にはいいんだけどね。木を切ったり。ほら。この辺は、こうなんか古代兵士みたいな見た目の子たちもいるな。リンクの時の古代兵士っぽい色味のね、被り物をしている子たちもいるし、木を切ったり釣りをした。もう魚がさ、めちゃリアルなんよね。釣る前に見える魚影がさ、すごいリアル。ここら辺も、なんか下にまた池がある感じだね、このマップ見てると。必要なものはで、これね、炎のスタークリスタルも新しいやつだから、炎以外のやつもね、いろいろあるだろうしね。風とか、あとなんだ？炎、風、水？氷？光とかもありそうだね。後ろはブルーベル？あ、さっきのところ？これ？なんかさ、ファンタジーライフ愛さ、なんか、ウリフラワーとかウラフラワーとかさ、なんかそんな名前だよね。このお花系の名前って。なんかちょっと名前変わってた気がする。どっちがどっちだったっけな。なんかね、ウリとウラがあった気がするんだよね。
たり必要なものを集めるあ、あやさん最初こんばんは。あ、ちょっと待って。で、キノコもね。必要なもキノコもあるでしょ。なんかキラキラしてるのは何なんだろうね。ちょっといいやつなのかな。のを集める最初食根性ため1。で、家具や料理を作る製作食ここが多分丸と長押しの料理をやつがわかるかな。作る製作食あ、止めるの下手くそ。最初食ね、丸丸それを押して、なんかね、長押しって感じなんだよね。家具や料理を作るこの顔もいいよね。めちゃくちゃ可愛い。この口がさ、ムってなってるの製作いいなぁ。食あれ長押しがあったでしょ。ちょっと今もう見せられなかったけれども、キラキラは多分採取できるよっていう印。あ、そういうことか。他のとこもあったっけな。あ、確かに見やすいっちゃ見やすいな。燃えるモロコシたちよ。危険な外敵から身を守る戦闘食など14種類のラいや、イフをいいね。あ、今のところがさ、わかりやすいよね。このマジックアーツの長押しをしてるときはさ、こう、なんだろう、アイコンが、って光ってる14。種類のライフを自由にこれね使い分けましょうわかりやすい。これでなんかどのボタンを押してるかがわかるからすごいね、いいなと思った。なんか自分一人でやってるときはさ、そんな気にしなくていいと思うんだけど、こういう配信とかでさ、まあなんか技のコンボみたいなのをやってみましたみたいなのをさ、もし見せたい人がいたときにさ、今四角ボタンを長押ししててみたいなのが見えるから、そういうのをちょっと画面に映したい人からしたら、さっきのどのボタンを押してるよみたいな表記が使い分けあるのましょうはいいよねって思った。これこれこれ。これを押した後に三角をすぐ押すとなんかコンボできますみたいな。そういうのね、なんか視覚的に分かりやすく見せられそうで良い。いやー、連打と長押しと普通押しだけであってほしいな、ここ。うんうん。あ、待って、ちょっと映像見っぱなしでちょっとコメント流してなかった。ごめんごめんごめん。何もないのは単押し、意外がは連打、矢印は長押し。そう、なんかね、その3つは今のとこ見えてるよね。だから前にあったさ、スティックぐるぐるなくなったのかなと思うとすごい嬉しい。ありがたい。長押しと単押し、連打だけでいい。マジで。スティックグリグリはね、しんどいよね。すぐ絶対死んじゃうコントローラーが。今日うちの子にもファンタジーライフのムービー見せたら欲しい、やりたいと言うておりました。何じゃあ親子でやろう。どうする？あれ、お家にさ、お子さん用のスイッチとかあるのかな？共有だったらでもお裾分けでね、できるからね。そうだ。ここでさ、初めてかな、農家さんの、この、アクションボタンのアイコンとか見えたの、今回初かな？初だよね、多分。これだと何が何だかって感じでちょっとあれなんだけど、なんか全部クワ。全部クワだけど。制作職のぐるぐる操作、多分なくなったんじゃないかな。私散々配信とかでさ、やめてくれってずっと言ってたから、ね、ちょっと、みんなのさ、話的にもちょっとぐるぐるスティック行かれるからやだみたいな結構言ってくれてたからさ、ちょっとなくなったんじゃないかな。ね。ミニゲームの操作感としてはちょっと物足りないかもしれないけど、スティックの消耗を考えるとなくしてくれたのはありがたいような気もする。チャージの短縮あるかな。なんかそこら辺はさ、さっきのスキルボードとかのところでさ、こう、なんかカスタマイズしていく未来が見える。これ。ここ。チャージ短縮の、なんか、ありそう。このスキルボードの中とかに積まれてそうな気がしますけど、どうだろう。なんか、どこをどう極めていくかみたいなのを、そういうその短縮するとか、チャージため時間長いけどパワーアップとか、なんかそういうのがこのスキルボードに突っ込まれてる気がして、怖い。どうなんだろう。怖いな。どこまで見たか分かんなくなっちゃった。待って。あ、これ農家のとこだ。農家さんのとこだね。全てのライフをまんべんなく多分ね、入ってると思うんだ、あそこに。
ポーチの実装は1画面だと難しかったのかなね。でもポーチの代わりになんて言うんだろう。画面に出てくるかな。なんだ。どっかボタンをパンと押して、で、左スティックか右スティックをくるっとやると、なんか、それでこう、ショートカットみたいなのができる、カバン機能みたいなのはあるから、どっかに映ってるよね、多分。ちょっと探せばあると思うんだけど。そう、ポーチの実装というか、なんか、その、ショートカットみたいな使い方で、カバンはね、ある、あるある、一応。じゃあ見ていこうか、続き。これ普通に歩くだけってことだよね、きっと。これ歩くだけなんだろうけれども。ナイフとかの項目とか入れ替えできたら嬉しい。メニューのところとかかな。お、スイッチ2台あるから変える。あ、よかったよかった。じゃあもう、それぞれのファンタジーライフを楽しんでください。そしてさ、ここ気になったんだけどさ、これだけさ、この距離にあってもさ、吸い込まないの、どうしたんだろうね。偶然かな。この後吸い込んでくれるのかな。まさかなんかビッグアイテム納品復活可能性パターンある？どう思うこれ。3種は移動、ノート、チャージ、チャージに通常攻撃で統一なのかな。そんな感じかな。でもなんかあんまりそれぞれのなんか個性のある、ないよね。やること大体一緒だもんね。野菜を取る、木を切る、鉱石掘るだけだからな。基本固定なのかもしれないね。R1 ないもんね、ここに。さっき魔法使いたちにあったみたいな、なんだろう、アクションの切り替えみたいなところがね、必要ないから、その代わりにこの移動が入ってる感じかな。今日個人ではシャカナと比べてみたんですけど、やっぱりいろいろ作り直してる感じがしました。特に一番わかりやすかったのが、キャラメイクの UI やメニュー画面の UI が違ってました。そう。もうなんかさ、メニューというかこのプレイ画面とかもそうだけど、だいぶ変わってますよね、昔と。だいぶいじり直したんだろうなって感じ。このなんか、珍しい骨ドラちゃんの後ろ姿。本当になんか背中も骨骨って感じだね。ここはまあ結構出てきてた、映像で出てきてたところだけども、こんなに鮮明に見えたの初めてかな。ね。多分、鍛冶屋の試練だった気が、する。本当に。で、人参と真っ赤人参の内定が、そうそう。ここでわかると。真っ赤人参はね、ゲームショーの私有の時にね、あって、一応この前ね、内定メモのとこに書いてあったんだけども、人参と真っ赤人参。傷が入ってるのいいよね。ちょっと色が濃くなって。あれ、かっこいい。かっこいい人参。よし、次行きますか。ここまで上がって、さらにこう、奥地が結構見えるのも初めてな気がする。でもここは、そんなにか。で、ここで、ここもいっぱい要素があるんだよね。マイホームは増築できるのかな。増築して家の外観が変わるとかだと良いね。そうだね。マイホームね、一応広くなってたよ。今2分35。さっきの、どの辺かな。ないね。どこだっけ。お家ね、広くなってる。お家広くなってるよ。あったあったあった、ほら。ここ、もうこの時点でさ、今まで見えてたお家と全然広さが違うから、一応ね、増築は可能っぽい感じですね。これがね、この YouTube の昨日の PV でしょ。で、
あ、ほらほら、この一番下のこの画像ちょっと分かりづらいかもしれないけど、ほらもう明らかにさ、お家の大きさが違うんですよ。だから一応ね、大きさは変わるのは確定かな。なんか上の階があるのかとか、地下が作れるのかとか、外観が変わるのかとかはまだちょっとわかんないけど、なんかここを見てるとちょっと可能性ありそうだよね。外観は変わるだろうね。お外のさ、見た目が、この、この画面だとさ、ほら、こういう一枚ドアのちっちゃいお家あるんだけど、別のね、すぐ出せるかな。これ何枚目？島クラフトのここか。どっかに出てくるかな。あ、ほらほらほら。これまた別の PV の時の映像なんだけど、これ多分自分のマイハウスみたいな感じで見せてくれてた映像の時なんだけど、これでもうなんかだいぶ大きさが違うよね。これでね、だいぶ大きさ変わってるから、多分ね、見た目も比例して変わっていくと思うんですよね。さっきの白いこのお家もさ、なんか2枚ドアのお家とかがあったりしてるから、多分ね、変わると思うんだよね。あ、ほら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 。こんな感じ。これと、さっきの、これが、同じくらいのサイズ感じゃないかな。だからなんか、外装も変わっていくと思います。個人的には。これはね、変わっていくと思う。あ、もうお家着いた。お疲れ様、お帰りなさい。ちょっとみんなの、今日 YouTube の調子が悪いのが本当に困る、この雑談配信の時。もう、これ、見るのにちょっと手間だわ。あ、そう、書とかあったあった。そうそうそう、思い出したふわまるさん。そう、あるよ。直そう、不思議なロ今度は。ボットの力を借りて地形を変えることは、で、川を引いて池を作ったり、2分。あれ ?35。さっきここだったよね。1000年前の島やこれ。あ、下手くそーい。人とそう、5月22日で出ることになりました。もよかったらやらないかい？スイッチでもできるよ。そう、広いでしょ？増築して家具たくさん置けんのね。そう、楽しみだよね。ここもさ、なんかどっかの映像でね、いたんだけどね、この唇ゆりがいるし、ここなんか、報告する場所っぽいよね。魚拓さ、ほら、平原の主みたいな魚拓がこの前のファンタジーライフ通信であったと思うんですけど、魚拓作れるのも確定だし、ここにね、なんか、レポート用紙みたいなのがあって、なんか書く、なんか、趣。書く、記録する人みたいな感じを匂わせてるから、なんかここで、そういうクエストとかのなんかね、魚拓であったりとか何かを報告する場所なのかなーってちょっと思っている。うんうん。そう、ギルドマークがあるから、ライフチェンジとかも、でもどうだろう、ライフギルドがさ、他にあるからさ、またちょっと違ってくるのかなあ、謎って感じ。これは唇ゆり子さんの親戚か、なんか先祖なのか気になるよね。で、ここが、このクラフト1000年前の島ね、なんかインフラとか、島民のお家のこととか、いろいろ変えられるところだね。だから後ろにこう、いろんなね、ノコギリとか、道具が置いてあったりとか、なんか図面みたいなのが置いてあったりとかしててね。で、ここが一番わかんないんですよね。この、なんだろやバカデッカーな大陸で集めう。えい。そんなこれ止めてる間にさ、ここの一時停止みたいなの消す方法ないんだろうか。これなんか袋が書いてあって、だからショップとか、
あれ昨日さとみさんか誰かが言ってたけど、そのビッグアイテムとかなんか持ってくとこなのかみたいな。さっきビッグアイテム吸ってなかったのがちょっと気がかりなんですよね。スイッチでもできるなら買おうかしら。ぜひやろう。その時には試験終わっていたいが、5月22までになんとか終わらせるんだ。も頑張れ。頑張れ。今年でケリをつけるんだ。もうね、ちょっと気になるよね。ここ、何の場所なのか、普通のショップなのか、何なのか、謎。そしてここにカフェマークがあって、人のマークがあって、なんかの待合所みたいな感じなんだろうかみたいな話は昨日とかしてたよね。1000年前の島やバカデッカーな大陸で集めた資ここは変わりなし。源を活用して仲間と共に復興させましょう。ここもよく見ているところだね。作った家具や置物、家具名出したかったのに。これはなんかナチュラルな椅子みたいななんか名前だった気がするな。この星の形の机とかもね、かわいいね。素材屋さんか運搬さんか雑貨屋さん。なんかそういうショップ系のところって感じはするよね。で、このね、フィルターの適用とかも本当にありがたいってなんか昨日も話した気がするけど。家具や置物を飾ることはもちろん、不思議なロボットのいや、ハグラム。地形を変えることも、川を引いて池を作ったり、かわいいなぁ。で、これね、私これすごい楽しみにしてる。この、お星様のなんかオブジェと、丸い建物。これはめちゃくちゃ楽しみ。で、よく使われてる噴水で。これ、他の色に変えられたりするのかなとかもすごい楽しみにしてます。自由自在です。マイハウス。このお家とかもなんか多分大きくなっていくだろうね、きっと。飾り付けて、あなたの個性が光る島をこれね、取り上げます。前になんか見た時よりリアルな感じになっているよね。やっぱ、映像が違う。あ、ここ、あれこれ、初めて見るな。これあれじゃないかな。リンクの時からある地図みたいなやつだよね。この壁用のランプみたいな照明みたいなのもあるんだ。かわいい。あ、こっちの方がわかりやすいか。かわいいじゃん。いいね。あ、終わっちゃった。カスタマイズできるのは島やマイハウスだけではありません。ここ、ここでもそんなに変わってないかな。別荘みたいなのもあれば、そうだね、そうだね。てか、お家何個建てられるんですかね。結構さ、広そうじゃないですか。島の変えられる部分みたいなのが。お家何軒も建てられるのかとかもちょっと気になるよね。星の建物みたいな星月夜のチェストとかね、なんかさ、そういうのをまた継続してあると嬉しいなと思ってる。ここのメニュー画面はね、そんなに変わってないと思うんだよね。ちょっと待ってね。ほんでまたいられのデータを出すでしょ。このね、そんなに変わってないな、ここは多分。これじゃなくて、これ、昔の私有の時のやつね。ここはそんなに変わってないかな。ボタンが違うくらいか。でもボタンの位置がちょっと違う。スキル一覧とか回転とかっていうやつが真ん中に来てるだけかな。そうだな。で、撮影をすると、あれ今どっちを私は画面に映しているんだ。出た。撮影をすると、ここのね、写真が変わるんだよね。ちょっと待ってね。出くださいになっちゃった。ほら、こんな感じで。ここが変わるんだよね。多分ね、こっちのここも変わると思う。
地味に。うん。あ、そうだ、これついでに出したからこのまま言うけど、なんかね、さっき重ね着だけが別メニューで項目分けされてたと思うんですけど、多分ね、重ね着はライフごとにちゃんとできる感じだと思っております。これがゲームショーの時の重ね着のページなんだけど、まあ、王国兵士っていうのがあって、ここにさ、もう LR でページ変更ができるんだけど、まあ、ここね、他のライフごとにこうちゃんと分かれてて、でそれぞれに各ライフごとに重ね着の設定ができそうな感じの作りになってたから、これはありがたい。で NPC の子たちはね、この当時の私有の時は、まあ私有だからできなかったのかもしれないけど、まあ重ね着できる項目に関してはこうやってなんかちょっと白い枠になってて、でなんか重ね着できないものとかに関してはこうアクセサリーの部分とかなんかこういう選べないようなボタンなしの状態で表示されてるんですけど、もう NPC の子はね、なんかこの時は道具だけが変えられる状態になってて、他はねいじれない感じになってたんですよね、あの時は。でもこれがまあ私有専用のモードだったとしたら、まあ本編製品版ではもしかしたら NPC の子たちも重ね着ができるかもしれない。重ね着のメニューがね別で用意されてたから可能性あるなーってちょっと思う。主人公だけだったらな、別に重ね着メニュー作らんでも装備のとこだけで済むしなーってちょっと思ったりしなかったり。どうですかね。どう思いますかねこれっていう感じで。そうちょっと脱線したけど戻るか。えい。ハグラム動かしてるシーンでありましたね。うん、あったあった。チェストビッグアイテムと銀行的なもの。さっきの謎の袋のマットが置いてあった着ぐるみ付けがいたところか。アバターメイクの幅広さもシリーズ最大いや、級です。このさグレーがかった肌の子もすごい可愛いよアバターね。メイクのこれもよーい。ちょっと人間っぽくないキャラメイクができるのもいいよね。獣耳とかエルフ耳とかもあるからさ、幅広さもシリーズ最大級です。いろんな子が作れそう。体型はもちろん輪郭、肌の色、ヘアスタイルに鼻や耳の形までたくさんのパーツをいや自分好みー、みんなにカスタマイさズしましょう。アーリーアクセスする人たちキャラクリに時間全部持ってかれちゃいそうな気がするね。私1日かけちゃうかもしれない大な。きさや位置を細かく調整できるパーツもありますよ。冒険をしていると不思議な苗が手に入ることがあります。実はこれただの苗じゃないんです。植えてみるとあなただけのダンジョンガチャダンツリーに成長し、ガチャダンツリーの奥なんかある。なんだろう。でもなんかただの草かな。ダンツリーに成長し、見えん。ガチャダンツリーもさ、多分どこにでも植えられる感じだよね。昔の水回りにさポツンとあったなんか根のめっちゃ生えたガチャダンツリーみたいに最終的になるのかな。クリアするたびに構造が変わるので何が待ち構え。ここね。モンハンやってたら遅くなりました。お、石川さんこんばんは、いらっしゃい。今日もちょっと見ております、いろいろと。で、昨日も話したけど、ガチャダンツリーの100年以降もあるのかないのか。私あると思うんだよな。1000年まであると思ってるんだけど、どうかな。っていうのがあるから、だってさ、せっかくのなんか、ダンジョン的な要素なのに、このなんか、ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、このね、10層までなんてそんななんか生ぬるいことをするかなって思って、いるよ。なんかコート PV 見てそう。今日も PV 見てる。そうなんです。今日も PV を見て楽しんでる。植える場所によって難易度が変わる。なるほどな。ガチャダンツリーのさ、見た目
の違いというかさ、なんか関係あると思います？この、まあ、なんか多分これは植えたてほやほやのガチャダンツリーでしょ。ちょっともう中入れますよくらいのサイズになった。この時はただの苗じゃないんです。植えてみるとあなただけのダンジョン、こんな感じになって、で今までの9月24日の PV とかでさ、カジさんがナレーションしてる PV とかはさ、この周りがなんかもう根がめちゃめちゃ張ってて、なんかすごい昔からある遺跡みたいな感じになってるガチャダンツリー映ってるじゃないですか。見た目になるまでなんかあるのかな。あのガチャダンツリーとこのガチャダンツリーは同じものなのかとかちょっと気になってる。そう、これ育つんです。植える場所によって難易度変わる説、面白そう。いいね。ガチャダンの改造100年よりもあとは追加 DLC になりそう。追加 DLC の可能性もあるか。クリアするたびに構造が変わるので何が待ちか。みんな的にはさ、これ100層じゃないや10段階ってなんかこれ物足りない？でもこれだけあれば準文章って感じ？どういや、もっと掘れるでしょって思っているのか、100でちょうどいいんじゃないとかなのか。構えているかは誰にも分かりません。いや、私もっとあると思うんだよな。最深部で待ち構えているものとは？友達や家族との DLC の可能性も否めない。このポストとかなんか役割あるのかな？ただのオブジェかな？で、今ね、このミステ島島巡りっていうのが出てるんだけど、これはなんかクエスト扱いなのかな？でね、今準備中になってて、準備ができたら出発するよみたいな感じの項目が出てるから、多分この島巡りっていうのも一つのクエストなんだと思うんだけど、フリークエストかな？も魅力の一つ。これね、この筋トレ道具筋トレ道具までご用意されているのすごい笑っちゃったの。これなんかいろんななんか筋トレ器具置いてあるかな。いろいろ種類ありそう。あとはこのちっちゃい育ちかけの木があるのもなんか嬉しい。これね、育てていくの楽しみだな。自分の島に誰かを。あとはこのね、ブランコに乗れるっていうのもいいよね。なんかブランコだけじゃなくてさ、他のなんかこういうアクションができる家具とか置物とかいろいろあるといいな。招待したり一緒に冒険に出かけたり。焚き火で肉も焼いてるし、ほらこのさ、桜の木とかもさ、ちっちゃいのあったりするんだよね。もう成長段階なのかな。あとここになんかさ、しれっと混じってるけどさ、もどきさん的なやつ。ほら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 。最大4人でマルチプレイが可能です。モンスター混じってるっていうね。やっぱりなんか桜もどきかっこかりさんはこの桜のエリアにしかいないんだろうね。実はこそこそ歩いている。モンハンみたいにクエストクリアしたら広場に戻ってくる感じ。なんかさ、戻りますかみたいなこう選択肢とか出てきそうな気はするよね。マルチプレイが可能です。いや、かわいい。これやっぱ農家の人参帽子かわいいな。いいな。この人参ツヤツヤ感あっていい。あとこの後ろのこれね、これなんだろう。このドアみたいなやつ。これもちょっと気になってるんですよね。どこでもゲートじゃないじゃないですか。でもなんかこんなところにポツンとドアだけあるのも不思議だし、これもなんかの要素なのかな。でも手前になんか本とかがあるからさ、なんか奥に行けるのかみたいな。ドアになんかインタラクションできるのかとかもちょっと謎。マーズのマークがある。どこ？マーズのマーク？ここ？ほんとだ。これだ。これか。これ？いけるのかな？チャットスタンプが気になります。ドミさん、こんばんは。コメントありがとうございます。チャットスタンプさ、まだこのトリップのやつしか出てきてないもんね。他に何種類あるのかなとかもめちゃくちゃ気になる。いっぱい増やしてほしい。
この真ん中のやつか。この後ろのなんか模様とかもさ、なんか意味あるのかなとかめちゃくちゃ気になりはする。さらにファンタジーライフアイは任天堂スイッチのほかでプラットフォームね。 PS5、4、Steam、Xbox でも発売決定。クロスプレイにもここさ、ちょっと目が足りないんだよねここ目が足りないんだよな。対応しているので、ローリングいいね、やっぱりかっちょいいな。世界中の人々とここほんと目が足りないもうなんかさ、魔法使いの子かなんかがなんか魔法すっ飛ばしてたような気がしてたんだけど、交流を楽しみましょう。あ、マジックアーツだったか。今作ではクロスセーブにも対応。外ではいや嬉しい。これさ、なんかさ、地味にさスイッチ2なんだよね。これ見て、ここに穴あるでしょ。ちょっと配信だと見えないかもしれないけど、明らかにスイッチのハードのイラストなんだけど、ここに穴開いてんのそう、スイッチ2できるんだろうなきっとと思ってちょっとニコニコしちゃいました。これ見て。家では据え置き機で大画面プレイができちゃいます。また 2P ファミリープレイではコントローラーをもう1台用意する。まあまあダメージ出てるな。462ことでゲーム機1台で2人プレイができますよ。弓でも剣マークだから物理攻撃が剣マークっぽい。あー、ちょっと待って、さっきのあの4のとこでしょ。へい。でクロスプレイにも弓、これね、ここの下でしょ。で剣マークが出てる。対応している。これそうなのかな。魔法使い、王国兵士、ほうね。で傭兵でしょ。画面がちっちゃい。やっぱなんかテレビででかく見たいな。なので世界中の人々とプラットフォームので、あ、カイウドのさ、ここ出たね。ちょっと今気づいたわ。よく見えるよね。本当ですよ。これ、ちゃんと眠りと毒と麻痺の矢の種類があるね。Xbox だ。あれだからちょっとボタンの配列あんまり分かってないけど、Y と A かな。多分スイッチで言うところのこの R1 の、これ PS か。R1 のボタン、R かな。で、このメニューを開いて、で、バーってまた Y と A で切り替えて打つみたいな感じだね。やっと見えたね、ここ。嬉しい。やっぱ目が足りないのこれ。垣根を越えて交流を楽しみましょう。で今毒の矢を選んでるよみたいなのが、魔法使いの時もさっき大きい戦闘画面であったけど、ここら辺にね出てるね、キャラクターの横に毒矢選んでるよって。そして今作ではクロスセーブにも対応。外では携帯モード、家では据え置き機で大画面プレイができちゃいます。また 2P ファミリープレイではコントローラーをもう1台用意。なんかまた、でもこれあれかな、ギョロンドゥのあれかな、足元かな発売日も予定なのが怖いなと、決定じゃないんだなって思いました。なんかね、昨日あれ誰だっけ、誰かがさコメントしてくれたんだけど、Y 学の時はなんかのっぴきならんバグみたいなのが出ちゃって、なんかどうのこうのみたいな、発売日間に合ったのかな、ちょっとそこら辺のあれがわかんないんですけど、そういう可能性もあるから、なんか予定ってつけるようにしてるんじゃないみたいな、なんか話してたよ。でもセロも出てるし、発売日今回確定じゃないかな。さすがにもうここで延期だろうみたいなこと私はもう言わないかな。ここの
ここのさ、ハテナマークとかびっくりマークとかのあれもちょっとあんま分かってないんだよな。これはただ普通に探してる感じだよね、スイートスポット。で、見っけて打って、これって感じかな。公式のついに別の 2P プレイの動画あった。あ、ついてた、そういえば。あれなんか違う要素ありました？あれね、見てないんだよね。実は。あー、終わっちゃう。でもだいぶなんかゆっくり見てた気がする。プラットフォームで2025年5月22日発売です。マウントして一緒に冒険ができる居眠りミニゴンや豪華装備がついたデジタルデラックスエディションも発売。予約をすると獲得経験値がアップする限定アクセサリーなどお役立ちセットがもらえます。ここにはなんかどんぐりないんだよな。詳しくは公式サイトをチェック。あ、違う要素ない？木を切ってたくらい。あ、そうなんだ。ちょっとじゃあ後で見てみようかな。実機でダメージの表示が大きすぎて戦闘が見にくいとかなければいいけど、どうだろうか。確かにな。ちょっとさ、かぶり戦闘シーン、あ、この辺ダンジョンだからあれかな。わかるかな。これだ、もうちょっとこっちな気がする。植えてみるとあなただけのダンジョンガチャダンツリーに成長し、中に入って冒険ができるように。クリアするたび構造が変わる。この数字の表記は別にそこまで気にしはしないんだけど、クリアするたびにこれが重なりすぎるとちょっと邪魔かもしれないね。まあでもどうだろうな。なんか UI の表示設定とかでなんか個別に設定できるのが一番いいけどね。大きく見えた方が分かりやすいよって人もいるだろうし、ちょっと気になるかなくらいかな。モンスター見づらいよね。居眠りドラゴンくらいの大きさだったらいいかもしれないけど、ミミティとかなんかちょっとちっちゃめの働き蜂とかになるとちょっと見えづらい気もする。うん。プレイヤーだけダメージ表記とかあるといいかも。あ、なるほどね。今全員の分出てんのかな。ちょっと待ってね。確かに全員の分だと忙しい。レベルアップ表記だからこれはダメージじゃないでしょ。わからん。確かに主人公だけだといいな。あ、出てるね。出てるな。そうだね。主人公だけ表示で NPC の攻撃ダメージ非表示設定とかがあるといいかもしれない。クリティカルビルとか結論ビルドになったりするとうるさいかもしれない。確かに。あ、ちょっと待って、なんか別の画面出ちゃった。確かにな。いかがですかレベル5さん。ちょっとそういった表示の違いを設定で実装してみるのはいかがでしょうか。友達や家族との協力プレイも魅力の一つ。自分の島に誰かを招待。やばい、また眺めてしまう。そうでさ、クロスセーブのところでさ、ちょっとあれなんだよね。気になることがあって、ウェブに戻りたい。そういえばちょっといきなりクロスセーブの話するけど、ずっと見れちゃうで。ずっと見れちゃう。今から変えたらまたセロ審査やるのかな。セロがどこまでこう引っかかるのかによるんですよね。私あんまり詳しくなくて。どうなんだろうね。そこら辺の細かい調整とかしたらまた審査し直しになっちゃうもんなんですかね。謎多い。ちょっと待って。YouTube 画面、ピッ。こうしとくか。こうして、こうしとけばいいかな。このさ、あれなんか、またホームページが重たい。ちょっと待って。リロードするね。そう、クロスセーブの設
定というかなんかいろんなこととかでさ、気になってて、クロスセーブをするよってなった時にさ、スイッチ買ってスチームもやりますってなった時にね、なんかマルチプレイをする時はこのね、任天堂スイッチオンラインとかプレイステーションプラスとか Xbox ゲームパスの加入が必要なんだけど、マルチプレイをするときはね、このエディションのなんか特典を受け取るときにはそれはいらないみたいな書き方してあるんだけど、クロスセーブのね、セーブデータを作るとき、じゃあどうなんですかっていう。スチームはさ、こういうなんか有料の加入のものとかいらないから別に気にしなくていいんだけど、なんかクロスセーブをするときに、スイッチと PS5 でやりたいよってなった時に、これどっちも入ってなきゃいけないのかみたいなところの表記があんまり詳しく書いてなくて、ちょっと前に見せた稲妻イレブンのページ、ちょっと出そうかな。そこになんかちょっとヒントみたいなの書いてあって、BGM つけよう。稲妻イレブン体験版のそういえばのちょっと気になったとこで、これ稲妻イレブンのベータテストのクロスセーブのやり方のページなんだけど、ここにね、任天堂スイッチ版でクロスセーブを行うためには任天堂スイッチオンラインへの加入および、アップデートが必要だよって書いてあるんだけど、ここに関してさ PS の表示はないんですよね。で、いないでってさ Xbox のクロスセーブがどうだったかな、ないんだよね。確かスイッチと PS5 を Steam の3種類だけだったから、Xbox がどうなのかとかは全然ここには書いてないんだけど、スイッチだけはクロスセーブもしたいんだったら、さらに任天堂スイッチオンラインの加入もしとかなきゃいけないよみたいなことを書いてあるから、なんかどのハードでやるか迷ってる人とかはここちょっと気にしながら選ばないといけないかもしれないなっていうのだけちょっと気になった。PS5 版と Steam をクロスセーブで遊びたいよってなったら、多分 PS プラスの加入のことについてこのいないでのページでは書いてないから、 PS プラスは入んなくても良さそう、クロスセーブのために。マルチしたいっていうんだったら必然的に入らなきゃいけないんですけどっていうのがねあるから、ファンタジーライフのこういうページが出た時にもう一回ちょっと確認しながらいろいろ環境設定というか整えなきゃいけないかもっていうのはちょっと思った。早くファンタジーライフバージョンのあのページできるといいね。ちょっと気になっているところ1個だけね。エディションのやつは入ってるデータ呼び起こすだけだからいいけど、ネットないとデータの共有はできない。そう。PS はもしかしたらその PS のプラスは入らなくてもいいかもしれない。でもなんかお金かかるからね、年会費が。でもマルチをどれでもやりたいよってなったらもうどれも加入しなきゃいけないんだけどね、スチーム以外は。10月10日をなかったことにしてからの今回だから、また発売日決まってからさらに見てになったらやばすぎるさすがにそこまでの不義理はねしてほしくないよね。さすがにだよ。俺はちょっとやだなあ。サラバさんこんばんは。スイッチのオンライン切れてたから買わないとだ。そっか。スイッチでやるんだったらね必須だよね。でもまだ5月22日ギリギリでいいんじゃないでしょうか。今直近でやりたいね、オンライン使って直近でやりたいゲームがないのであればね。いやーさすがにもう延期はないよ。もうないでしょ。
今日この駆け出し冒険者セットいいね。極上キュアエイドがさついてくるのめちゃありがたい。あと蘇生薬ね。大輔さんありがとうございました。じゃあまたお話ししましょう。ちゃんと説明あるといいな。レベル5のゲームやってるならいないリアテで当然だろうと思われて説明されない可能性もあり得ると思ってる。なるほどね。なるほどね。でもね、いないれのこのクロスセーブの説明の前にクロスセーブができたゲームは武蔵メガトン級武蔵なんですけど、その時のね昨日もちょっと話した気するんだけど、武蔵のクロスセーブ全然私うまくいかなくて原因不明の何かがあって、でなんかなんだろう、ちょっと分かりづらいところもあったんだけど、稲妻イレブンのこのクロスセーブのページでなんか武蔵の時よりもさらに分かりやすく書いてくれているから、多分ファンタジーライフはさまたちょっと稲妻イレブンとね手に取る方、客層というかユーザーさんというかさプレイヤーのなんか方々はまた違うと思うからさ、より丁寧に書いてくれると思うんだよね。きっと稲妻イレブンよりもさちょっとちっちゃい子がやりそうな予感はしてるんですよね、ゲームの雰囲気的に。だからちょっとより分かりやすくはしてくれると思うよ。もういないでのこれでもねだいぶ分かりやすいからね。ちょっとこれ見ながらちょっと予習しとくのはありだと思います。Amazon ですでに予約、そうだね、なんかさ Amazon の特典は一応未定になってたよね。 Amazon 限定特典未定でなんか一応ページはできてたね。もうみんな予約しました？予約した？私まだ予約してないんだ。 Steam のねウィッシュリストにはぶっ込んだんだけど、みんな Steam のウィッシュリストに追加だけはしておいた方がいいよ。そうするとねちょっとSteam さんがこのゲーム人気あるんやって思ってなんかちょっとトップページとかにね表示しやすくしてくれるから予約したし、支払いも終えてます。何早い私ワンチャンなんかこう特典どこに出るかなって思ってちょっと様子見してる。Steam は一応ね追加しておいたけどまだ後でいいかなって思ってる。結局やる。そうでやるけどね。特典内容が出てから予約しようかな。蝶々のねチャームはね欲しいよね。いや絶対に欲しい。蝶々チャームは絶対欲しい。これがあるだけでだいぶ楽になると思う。冒険がどこ行ったあれ蝶々チャームが絶対パッケージ欲しいしね。これなー、これは絶対欲しいよね。スイッチの予定だけど Steam のリストに入れた。えらいそう Steam で買うつもりがないとしてもちょっと Steam のねアカウントがある方ぜひウィッシュリスト突っ込んであげてください。本当にだいぶ重要らしいウィッシュリスト。女神層100個はね何個必要なんだろうね。こう人を一人解放するのに、たまげ物の解放に100個で1人分とかなのかな。謎だな。チャームの効果 1.1 倍とかでも強いね。もうちょっとだけでも優位だよね。どんくらいのアップなんだろうか。期待してるよ、蝶々さん。蝶々チャームは最初はつけないでやる？周回し始めたら使うって感じにする。なるほどね。最初はもう己の力のみでいくと。いやー楽しみだな。ほんとなんかどんぐりなんだと思います？なんか想像ついた人いる？ PV で1000とか持ってたし、1人当たり100個あたり100個ありえると思ってる。なんか50個とかだとちょっとさ簡単に解放できすぎる気がするよね。やっぱなんか切りよく1人分とかなのかな。謎だな。女神層をなんか育てたりとかできるのかな。そこら辺に自動で生えてくるから都度抜いてねみたいな感じなのかな。それも気になるね。あとなんかあるかな。私が見てた感じこんな
こんなくらいかな。絶対もっと詳しくみんな見てると思うんですけど、農家が育てられたりするのかなね。農家さんだったら育てられたりするとかもあるかもしれないよね。なのか本当に自然湧きなのか。ここのさ、このホームページのこれさ、女神草なのかな。でもちょっと違う。どっちかっていうとスタークリスタルみたいな感じかな。お花ではないのかな。なんかどっちつかずな感じだよね、この形。ここにめちゃめちゃ群生してるとかだったらいいなと思ったんだけど、ちょっと違いそうな気がする。あそこに表示されてるってことは全体的な意味あるアイテムなのかな。そうだと思うんだよね。あれどのタイミングで出てたっけ。ちょっともう一回YouTube の画面映していい？あれウェブじゃん。どこで出てたっけ。中盤くらいだったっけか。ズン。どこだったっけな。最初の方に戻ってきちゃった。料理のメニュー画面。料理人さんどこだっけ。こんなにこっちだったっけ。いや、もう一回最初から映したらいいや。もうはい。そして料理のキッチンのココットさんとかいたところ、ここのメニュー映したとこか。あったあった。ここね。でもどこでもこれか。何に使うんだろうな。リッチーは普通にお買い物でしょ。女神草は玉毛物の解放でしょ。あと何？マウントのご飯。何に使うんだろう本当に。謎い。着ぐるみ族になんかあげるとか。でもどんぐり好きみたいな設定ありましたっけ。ないよね特に。どんぐりだよねこれ。スキルボードワンチャン。ワンチャンある。確かに。うわ、その可能性ある。そうだね。マウントのご飯とか言ってる場合じゃないよ。いや、スキルボードかな。ありえそう。スキルボードがどうやって解放されていくか謎だよね。って考えたら確かにこの謎のどんぐりを消費してスキルボード成長させていくとか可能性ありそう。なんでどんぐり？わからん。なんでだろう。うわー、それ以外スキルボード何で解放していくんだろう。いや、わからん。どんぐりの中の模様が六角形に見えた。どんぐりだから割とメルヘンな使い方に、そう使い道になるのかなと思いきや、このどんぐりの中の模様、これ、いやもう今パソコンで見てる限り全然わからん。後でちょっとテレビで見るわ。怖っ。このどんぐりってどこでゲットできるんだろうね。これも木叩いたりとかしたら勝手に落ちてくるのかな。わからん。私たちは本当にごく一部しか知らされてないんだ、きっとこれは。怖い。あとなんだろうね。何に使うかな。このメニューの画面で必要そうなところ。いや、わからん。やっぱスキルボード説。怖っ。祠がスキルとか、
祠の形がさ、なんかどんぐりっぽいかなと思ったけど、そうでもないな。祠スキルボード、あるいはランダムダンジョン。ランダムダンジョンでドロップできるとか、ランダムダンジョンで使うとか、こんな感じ。うわ、全然なんか要素がリンクしていかないね。もう本当にまだいっぱいいろんな要素が秘められてるんだろうな。恐ろしい。スペック表のところになんかどんぐりらしき要素あるかな。オープンワールド探索、パルクルアクション、クイックライフチェンジ、もちづくりクラフト、地形改造、キャラクター交流。あとなんかキャラクター交流になんか使ったりするかな。どうなんだろうね。このキャラクター交流もちょっと謎。新しく増えてるけど。たまげ物集め、新しいプレイヤーアクション。新要素のところにはなんか何もなんかそれっぽいのないよね。ストーリーモードにも特になさそう。あとなんか着ぐるみショップで使うとか、そういう可能性もちょっと考えたりした。なんかマルチ要素とか、なんか装置系になんか使う別の通貨みたいな感じではちょっと考えてたかな。発売日までにさらなる PV とか出るんですかね。出たらいいよね。そのなんか何回もこすってファミ通の回し物って言われてもなんかあれな仕方ないと思うんだけど、本当にね、なんかまだ全然知らされてない要素がありすぎて、ファミ通に載ってる情報とかも全然ね、ここら辺載ってないし、いやなんか PV ないし、ああやってまた忍取りとかさ、ファミ通とかいう雑誌系に載る可能性もあるしね。いや PV で出てくれたら一番ありがたいんだけどね。何回もみんなと見返せるからね。何も生えてない木を揺らしたらどんぐりが入手できるとかそうそれを一番考えたよね。でそれを使ってなんかこうなんだろう、着ぐるみ関係の何かをこう解放していってくれるとかさ。謎いよ。マルチプレイのところは特に変わりなくって感じだよね。ここからはちょっとリンクさせづらかった。この中だったらちょっと着ぐるみショップで使う何かとかそういう感じかなと予想する私はどうかな。いやいいな、ここ楽しみだな。こんな感じに他のね、なんかなんだ大工さんとか錬金術師のなんかこうね、作業場みたいなのとかもいっぱいモリモリになってるかもしれないし、楽しみだな。開拓ミッションとかの報酬ありそうなやつ、そっち系かな。でもあるね。こっちの PV なんかあった。そういえば面白そうなこと。新生活ガイド、これも可愛いんだよな。これなんか前髪パッツン感すごい好き。可愛い。島に植物生やすための植物を買う通貨とか。なるほどね。植物はまた別個でね、オブジェとかじゃなくて。この辺はやっぱ遠くまで見えるの嬉しい。目のパーツを分けてほしい。目片側ずつ設定したい。目の色を変えたりとか、そういうこと？ドゥインさん。確かにな。夫はやりたいよね。壁が出る、壁が。でもこれ私がモンスターだと思って間違えたやつ。違った。この洞窟、貝の洞窟があるのも楽しみ。なんかさ、
ガチャ団とか祠とかじゃなくて、また別のなんかリンクとかの頃にあったみたいな、それぞれのなんか固有の洞窟みたいなのがあるのもちょっと嬉しいですよね。これさっき見たやつだね。走ってるとこ。この回転のやつも結構見た。壁際に入った時にさ、ちゃんとシルエットでどこにいるかやってくれんのありがたいな。これいいな。このさ、島の段とかもさ、何段目までいけるんだろうね。2、3段いけるのかな。そこら辺の再現とかも気になる。橋とか階段とかがさ、何個使えるのかとか制限あるのかなとかも。そういうのの解放にどんぐり使うとかある？いやー、綺麗になったな。ここら辺も見やすくなったよね。昨日も話したけど、この下の集落が見えるのいいよね。より分かりやすくなった。これ多分大きい画面で見たらもっと見やすいだろうな。あ、マーサさん、こんばんは、初見です。こんばんは、はじめまして、ハチコと言います。今日ファンタジーライフアイの映像をいろいろ見ながらおしゃべりしております。マサさんはファンタジーライフは今までやってた感じですか？それともこれから愛で初って感じですか？それとも、ギター弾けたら嬉しい。そう。ギターとさ、あとね、ファミ通の方に別の楽器もね、載ってたの。だから楽器をさ、触ったらなんか、ね、持って弾けるとまでいかなくともなんか音が鳴るとかそういうギミック欲しいよね。どんぐりなんか島の開拓じゃないけど、ああいうのに役立つ系ないですか？いや、この船絶対乗って歩きたいよね。今日 Amazon でパッケージの予約購入してきました。おー、早い。なんか Amazon 特典つきそうな感じですもんね。ちょっと私まだ決まってからにしようと思って、特典で揃ってからにしようと思って予約はまだちょっとしてないんですけど、スマホのオンラインをやり込んでたせいなんですね。なるほど。私オンラインはできなかった人なんですよ。今ちょっとリンクをねやってるところで、 3DS のやつはしてなかったです。そうなんだ。そっか、じゃあリンクで出て、でもオンラインで出てきた子もいるもんね。リンクのキャラがオンラインにもいてみたいな。いなかった子とかもいるから、ちょっと見たことない子とかもいるんじゃないですか。ギターアバターが弾けたら嬉しいし、仲間キャラがライフの歌を演奏してくれたら最高なんだけど、いいね。なんかさ、楽器だけをさ、なんか広場みたいなとこにさ、トンって置いといたらさ、勝手にセッションしてくれるとかしてくれたらいいのにな。ちょっとそれ夢見すぎかな。私有のレポートの投稿時から見ててくれたんですか？ありがとうございます。それはとても嬉しいです。いやちょっとね、なかなかゲームショーとか遠方の人は私有行けないと思ったので、ああやってちょっと映像を残せたらなと思っていたので、なんかそれを見て楽しんでいただけてたなら何よりです。ありがとうございます。バットをしながらジャンプがあった。マジ？どこ嘘。バットジャンプやばい。やっぱさ、ボタンを押してる時に攻撃してる時にどのボタンを押してるか表示、あれめっちゃいいよ。やっぱバットジャンプとかさ、どのタイミングで押したらちょうどいいとかさ、わかりやすいよね。あれ絶対。マジ？もろこしのとこ、やばい、もろこしのところちょっと結構ある結構あるって。ちょっと流しとこうか。崖登りとか泳いでいけるのがね、そう、めちゃくちゃいいよね。あれなんだっけ、どっかにさ、めちゃめちゃ海みたいなところをさ、泳いでるさ、瞬間あったよね。あれ今の PV だっけ？ちょっと待って、もう一回流しとこう。近畿の方なんですね。そうか、なかなかじゃあ、あれだね。千葉とか、ビッグサイトとか、ああいうとこには行けないよね。
よかったです。役に立った。あ、これ今のとこ海、これなんかちょっと泳げるじゃなくてさ、がっつり泳げるからさ、結構こういうさ、孤島みたいなところになんか己の力だけで行けそうで嬉しい。あとやっぱマウントのヘンテコパッドにさ、マウント専用の項目があるということは、なんか海とかさ、なんかなんだ、火山、ああいうなんかもうマグマみたいなところをさ、移動できるマウントとかの実装の可能性も感じているところ。ごしゃめちゃんに乗らせてくれねえ。サメ乗りたいよね。いや、トーストスに乗れるんだからサメに乗りたい。いやー、いいね。いろんなとこ行けるの楽しみ。この世界でかくれんぼとかしたら一生見つからないと思う。もうルーザくんとグレンさんとスノーさんを連れてた。あ、本当に。じゃあ今結構さ、ルーザくんも最近映像に出てくるようになってきたからね。あとスノーちゃんがもうちょっといっぱい出てくれるようになると嬉しいですね。そっか。モロコシのところ、この PV、それとも5分の方をどっちじゃろ。竜殺しの名前がグレンで、声優が梶裕貴などめちゃくちゃ優遇されてるなって今でも思っている。そうか。なんだっけ、お兄さんかなんかのキャラクター、オンラインのあれも梶さんなんだよね。一人二役をしている、さすがレベル5声優と言われるだけの梶裕貴さんいや、どこだ。モロコシのジャンプバットを見たいね。海を泳ぐマウントあってほしいよね。崖登りマウントとかいるのかな。空飛べたりしないかな。妄想が膨らむ。でも空飛ぶはやっぱ骨ドラゴンちゃんの1000倍特許であってほしいから、空はいっか。空はいいや。どの辺だろう。ちょっと待って、ジャンプバットを見たいからちょっと今探してる。バトージャンプ過ぎた。何？嘘。あれどっちの動画1分の方かな。もう一回見ていい？ちょっとモロコシ出るとこまでちょっと喋らないかもしれない。集中して見てるから。知らないキャラ出てくるんかな。楽しみにします。そうだね、愛のさキャラクター全然まだ出てきてないもんね、ほとんど。砂ザメ DLC の居眠りドラゴン飛ばないかな。どうだろうね。飛んでほしいよね。骨ドラちゃんの1000倍特許と言っては見たものの、ドラゴン系はちょっと全て飛んでほしい気はする。ここか。あ、今のとこちょっと待って、もう一回。ジャンプ。これ本 PV の方はルーザの杖を見ます。あ、そうだ、ルーザさんの杖のこと忘れてた。今のとこだよね、多分。バット。してるー。ほんまじゃん。よく気づくな。ね、今のだよね。あれ、前だってさ、なんか、あ、ちょっとジャンプのとこ行かない。モロコシ燃えてるが、ははーとかさっき言ってたとこじゃない？私が。ジャンプバットに気づけず。そうだ、これモロコシ燃えとるとか言ってたとこじゃない？そんなこと言ってる場合じゃなかった。あれ？釣りのやつもなんかさ、違くない？ B がジャンプで A が回避になった説あるね。確かに。そうかも。あれ？あそこでボタン、ちょっと見えないもんね。ちょっとさ、キャラが邪魔で。ね。A が回避になった可能性、でもここに、そこら辺映ってないもんね。あ、ちょっと、何回もごめんね。ちょっと待ってね。再生速度をちょっと半分にしよう。で、ちょっと笑っちゃうから音は消して。範囲攻撃から逃げるの、
クルリン移動がX バツ待って、コントローラーが違うからさ、スイッチの時だとどうだったかな。今スイッチのコントローラーと PS のコントローラーが今手元にあるから、どうだろうな。ボタンの配置的には B、 クルリン移動は B1 だな。これ多分 PS のコントローラーのあれなんだけど、スイッチの B でいうところの×ボタン、どうなんだろう、変わったかな。わからん、統一してくれでも A で回避の可能性もちょっとあるかもね。なんか続報を待ちたい。どうなったんだろう。でさ、これなんかさ、釣りのこれさ、これ多分引っ張る方向のゲージだと思うんだけど、これも今までとちょっと違うよね。より分かりやすくしたのかな。スティック、これをなんかスティックと見立てて、こっちにこの辺にこうスティックを倒すといいよみたいな感じになったのかな。前なんかさ、三角の矢印がさ3つくらい並んで、こっちに引っ張んないよみたいなやつだったと思うんだけど、確かね、多分そうだと思うんだよな。これもなんか地味に変わってるね。ふむ。いや、せっかく買ったんだから飛んでほしい。お空をね、飛んでほしいね。ちょっと期待しておこうじゃん。DLC とかでもいいから。DLC なんか後々のアップデートとかでいいから空飛べるようになるといいね。てかさ、そっか。いや、水の感じとかやっぱすごいな。すっぴんってライフがドラクエの遊び人からケンちゃんみたいになるんかなって期待してる。未だに何もわからないすっぴんさんだからね。あれの説明とかも欲しいですよね。やっぱ特段 PV パート2欲しいな。赤で矢印出るからそこにグリグリ合わせるみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。このゲージもなんかこんなだったっけ。ちょっと変わったような気がする。当倍に戻すか。で入れて、ダメもこのアングリトリップめっちゃ可愛い、やっぱりで、あっちか、こっちの5分の方にルーザのあれ杖か。ごめん、飛び飛びで見てて。このシーン早くなんかゲームで見たいね。なんでエドワードと2人で手つないで飛んでんだろういや、ルーザの杖見たらちょっと終わろうか今日。だいぶまた話してる。もう日付変わりそう。時を超えた大冒険が楽しめるストーリーはもちろん、オープンワールドでの果てしない探索やライフを活用したものづくりに、モンスターとの戦いのほか、自分好みの島や部屋を飾り付ける島クラフト、無限に潜れるダンジョンまでやりたいことが盛りだくさん。見えないね。ここがあなたのもう一つのライフ。やりたいことがちょっと見づらい。また別のとこ。無限に潜れるダンジョンまでやりたい。ちょっと見えるくらいAmazon の予約にアイテム同封って書いてあったから即ポチった。本当にアイテム同封何か説明。そうなんかね、まだ Amazon 限定特典見てみたいな書き方なんですよね。ここか。確かにちょっと見えるよ。こんな時のためのちょっと0.25 とかだったらこっから行くとやばい、ちょっとダメ、声はダメ。もうちょい。ここいいんじゃないですか。ここちょっと保存しておこうかな。ここいいんじゃない。カオスレギオンっていう名前の杖。これ YouTube のサイズ変更で見てるめちゃでかくして見てる。これね、今のこのタイミング一番見やすいのでは。ラウラちゃんの盾もついでに見たいよね。ここもエフェクトがなくて見やすいかもしれない。
ラウラちゃんの杖もブレてない状態で欲しいんですけど、ちょっとなめってるけどいっか。ここも保存しときましょう。もう一回最初からにしたら、ラウラちゃんの杖じゃないや、盾も見えるといいな。あるじゃん。見えとる。いいね。ちょっとグーレンさんとなんかガチャンってなってるけど、これ見やすいね。うわ、かわいい。これオンラインの時とかの盾ですよね、確か。スマホ版の時に進化してたみたいに強くなるのか、こういう装備なんかこれが成長していくみたいな感じだったんでしたっけ。アップルシールドとアップルセイバーっていう名前、なんかそれのね画像を見たことある気がする。ちょっとクレンさんやばい、なんでレッドウルフとか合体してるけど、ちょっとラウラちゃんと離れてくれたから、ちょっとここも取っとこう。これね、もうここまで行くとブレちゃうか。おおちゃんと盾構えてるね。かわいい。こんな感じか。いや、見れた。ありがとう、教えてくれて。あの一瞬は私ちょっと気づけないと思う。こういうのね、密見の下手っぴやから。いや、ありがとう。バットの立ち姿ね、全員見たいね。いや、もうそれはもう自分でこうさ、舐めるようにゲーム本編でやる楽しみかもしれない。これ一通り見たらちょっと終わろっかな。山浅さんもちょっとゲーム発売したらよかったらマルチとか一緒に遊びましょうね。多分こうガチャ団探索とかの参加型やったりとかいろいろすると思うんで、素材集めとか一緒にしようみたいなのとか。広大な新大陸バカデッカーナ大陸を発見します。リンク遊んでなかったってなると、またちょっとオンラインと違った楽しみ方というか遊び方で新鮮なんじゃないですか、今回のファンタジーライフ愛。マリチさんこんばんは、いらっしゃい。怠け者化しているKになっているクレンさんを見つけるのが楽しみ。なんかどこにいるのかとか全然わかんないからね。楽しみだな。模様の小ネタとかあったら注目したい。そうだね。木を切ったり釣りをしたり必要なぜひ参加します。ぜひよろしくお願いします。こちらこそ。最初どのライフ極めるとかなんか考えてます？どの遊び方をするのが一番楽しみですか？いやー、ここの桜の花の可愛らしさが本当に好き。どうしようかな。ハウジングも楽しみだし、冒険もしたいし、めちゃくちゃ楽しみ。仲間と共に復興させましょう。作った家具や置物を飾ることはもちろん、不思議なロボットの力を借りて地形を変えることも、川を引いて池を作ったり、道を作るのも。いや、こちらこそよろしくお願いします。いや、もう本当にね、オンライン逆に教えてほしいくらいです。全然わかんないから。カスタマイズできるのは島やリンドの玉木物はアップルジュースだったりするのかな。他にもプリンの人いるし、リンゴ関係。そうだね、なんかやっぱクルブルクの子たちはさ、リンゴとかヘアスタイルになんだろう、鼻や耳の形までたくさんのパーツから自分好みにカスタマイズしましょう。大きさやなんかちなんだものであってほしいよね。食べ物か。でもリーヌちゃんだったらなんかこう武器とか防具系の何かになってくれてるのも嬉しいな。植えてみるとあなただけのダンジョンガチャダンツリーに成長し、中に入って冒険ができるように。農家特有のできることやりたい。私でも芸術家もやりたい。芸術家はやっぱりちょっとなんかハウジングとか島のクラフト系をやる人に向けてなんかより楽しめそうな要素だったよね。キャラクリは結構大雑把な印象。一緒に冒険に出かけたり、最大4人でマルチプレイが可能です。キャラクリさらに
ファンタジーライフ I は任天堂スイッチのほか PS5、4、Steam、Xbox でも発売決定。クロスプレイにも対応しているので、世界ここちょ中の人々とっと後でじっくり見ようかなプラットフォームの自分で。垣根を越えて交流を楽しみまヤしょう。カリュードのやつ、そしてうわーいいな。本作ではローリングで弓打ってんのかっちょよい。外では携帯モード、家では据え置き私は絶対にカリュードやるから最初。また 2P ファミリープレイではコントローラーをもう1台用意することでゲーム機1台で2人プレイができますよ。ファンタジーライフ I 一番初めは傭兵と細工寿司にします。あ、いいね。 2025年5月22日発売最です。終形はね細工寿司にしようかなとマウント思っしてて一緒に冒一番険ができる居やるの。眠りミニゴンや豪華装備がついたデジタルデラックスエディションも発売。これが飛べたら最高だよね。居獲得経眠りミニゴン。験値がアップする限定アクセサリーなどお役立ちセットがもらえます。詳しくは公式サイトをチェック。リンドと出会ってから合コン兵士にやっぱなりたいね、昨日だっけもう話してたけど、やっぱ最初にね、最初の方に会いたいよね。このクルブルクの子とかさ、リンク出身の子たちって言ったらいいのかな。早めに会いたい気もする。じゃあアランさん結構楽しみにしてるんですけど、早めに会ってこうなんかお互いまたライバルみたいな関係でちょっとさ、高め合いたいというかなんというかね。いやー嬉しい。期待したいな。王国兵士から始めるけど極めるのは弓から。制作進めて装備レシピを全部見たい。なんか狩人とかさ、こうなんかそれぞれのライフの装備結構さ系統が違うじゃないですか。まあ狩人もなんかちょっと野生味あるというかさ、古代っぽい雰囲気の民族衣装みたいな感じだし、錬金術師さんはさ、なんか白衣みたいな研究者っぽい感じの見た目だしさ、なんかそれぞれどういう系統の装備が用意されてるのかとか調べるのめちゃめちゃ楽しみだよね。いや全部レシピ集めきれるかな。恐ろしい恐ろしいよ。あ、そう、今日さちょっと見せようと思ってたさ、ページいられの画面に戻っちゃうけど、もうそろそろでも終わるよ。もうそろそろ終わる。もう日付変わってしまうよ。ヘンテコパッドの中身のところでさ、どこにやったっけな。ここら辺もなんかみんなに見せようと思っていろいろやってきたんだけど、ちょっと特大 PV 見てたらだいぶ変わってるからな。何も言えない。装備のね、リュックの中身の画像こっちに持ってきたっけな。持ってきてないかも。重ね着までにしちゃったんだっけな。ないかも。ないな。持ってこなかったな。途中で諦めちゃったんだよな。なんかアイテムのね、その所持数が一応ね999まではあるんだよねっていう画像を持ってくればよかったな。忘れたな。またなんか来週とかに持ってこようかな。あ、ヘンテコパッドの中身見た動画見りゃいいのか。ちょっと待ってね。こうしてこうしてこうして、ちょっと待ってね。一旦ちょっと YouTube の画像消して、私のヘンテコパッドの映像を持ってくればいいのかな。いい待ち。動画こうだね。こうか。オッケーオッケー。情報を見返すたびに妄想が止まらないね。新ライフの芸術家とすっぴんが一番楽しみ。すっぴんの要素がさ分かったらなんかめっちゃ面白そうだったら私もやっちゃうかもしれない。最初の方に蝶々のチャームって王様のところに行くときにくっつくあの人だと思うよだと思ってる。めっちゃ贅沢なこと言うと、アイラインや瞳孔、ハイライトは自分で描きたい。描くところから
なるほどね。あ、でも確かにアイラインとかさ、やっぱりちょっとさ、他のゲームであれで申し訳ないけど、モンハンとかさ、やっぱ化粧のところまで細かくいけるもんな。ハイライトもそうだけど、いや自分でね、そこまで調整したいよね。なんかでもファンタジーライフのデフォルメ感でそこまでやるとなんかちょっと変なこととかなっちゃうのかな。いやー、星のハイライト、かわいい、絶対にかわいいと思う。うわー、やれたらいいのにな。なんかいずれアップデートでできるようになりました、どうぞとかでもいいよね。まあ、初手はなんか感じでもいいけど、途中でいっぱいキャラメイク変更できるといいんだけどな。ね、レシピ集めは大変そうだよね。ちょっと待ってね、ヘンテコパッドのどこだっけな。一応なんかね、999持っているっちゃ持って、この辺かな、この辺っぽい。私さ、この後で停止してしまえばいいやと思って、なんかもう見る人のこと何も考えないで爆速でさ、時間制限もあったし、すごいもう爆速でやってたからね、ちょっと止めづらそう、ほらほら、今映してるよね。そう、一応なんかね、今装備の画面なんだけど、ナイフ道具かな、剣も含まれてたかな、どうだっけな。で、一応999個持てるよ設定なんだよね。私有の時はね、製品版どうなるかわかんないけど。っていうのが、この、今頭の項目見てるんですけど、頭で999あるんですよ。今ここ数えると、4の8の9でしょ。頭の装備で999個のインベントリが確保されてるっていう感じになってて、洋服のページとかに行け、この時の自分行け、ちょっと一個一個見てるけど、行け、頼む、洋服とかの方に、行った、ほら、トップスはトップスで999のカバン、そこがね確保されてるっぽいので、これはね、ちょっと999で足りるのかと言われるとちょっと自信がないけど、リンクの頃よりかは圧倒的に装備持てる所持数がね確保されてるなと思ったよ。一応でもトップスって言われてさ、こうなんかワンピースみたいにこう一つなぎの洋服と多分上下分かれるセパレートタイプのやつとかね一緒になっちゃってるから、トップスのこのなんか所持数一番圧迫しそうな気はしてるけどね。ここにねズボンはズボンで分かれてるから、こっちはねまだマシだと思うんですけど、そこら中で装備ドロップするならそれに合わせてそうで、ほらボトムスだけで999とかで、手の装備今一瞬だったけど、手の装備だけでも999、腕かとかになってるから、まあ1234566、まあざっくりだけど6000くらいはね持てる感じになってる。これがねなんか装備品だけじゃなくてアイテムの方でもなってたはずなので、こっちだったっけな。そう、ここがね、今こっちがアイテムを見てるところなんだけど、だからこの上の項目が変わってるでしょ。素材とかに変わってて、なんかね、ライフ道具はライフ道具でまた999とか、武器で999とかってなってはいるんですよね。はるかに種類数増えたであろう装備全部最高クオリティに集めるんだやばい、フェンデルさんみたいなこと言い出してつくよみさんが、スナックワールドの時のキャラメイクを再現したい。なるほどね。できるかな。なんかさ、デフォルメ感が一番多分スナックワールドとかに近い、ワイ学とはまたちょっと違うよね。だからさ、ちょっとなんかスナックワールドコラボみたいな、なんかね自社コラボやってほしいよね。スナックワールドの武器とかちょっと使えたりとかさしてたら嬉しいなと思う。レベル5だからいけないんかって思ってる。キ
キャラメイクねできたらいいだろうな。一応お気に入りができるよみたいなのもさっきチェックしてるけど、あまりに早すぎて、ほらこんな感じでね、お気に入りとかも一応できるようにはなってる。キャラメイクと重ね着が楽しみすぎますね。そう楽しみ。重ね着のところのね仕様とかをちょっといろいろチェックしたかったんだけど、時間が足りなかったです。使えるものとかのところはね、なんかその総個数みたいな数出ないんだよね。防具とかは出るけど、でもさ防具で999とかってなるから、なんかねこのインベントリのこの所持数の数え方がちょっとわかんないんだよね。これだと全部ごちゃごちゃじゃないですか。防具の中に靴もトップスも頭も全部含まれてるから、だからまだなんか私有の仕様なんだなーって思ってざっくり見ててほしいんですけど、この999が一体どの状態で適用されるのか分からずね。素材でも出ない。なんかここはまだ詰める途中だったのかなと思ってはいるけど、一応参考までになんか999まで持たせてくれようとはしてるっぽい、多分っていうねのを見てた。この時は回復系とか99も出たら、そうだよね、嬉しいよね。絶対いっぱい使うしな。あとリンクの時みたいにさ、何々の素材は10個までしかなんか重ねられないけど、なんかの素材は99個まで重ねられますみたいな、違いやめてほしいよね。全部統一して99個にしてほしいところはある。マイクラのサックみたいになっててほしい。そうだね、わかりやすく多いしな。このさ装備スキルとライフスキルもちょっと謎のまま終わっちゃったんだよね。でもなんかスキルボードっていうのが実装されてるから、ここら辺なんか若干消えてそうな気もする。なんかね、ほんと特大 PV のおかげでまとめてた資料がなんかもう役に立たんみたいになって途中でやめちゃった。この今週の iPad じゃないヘンテコパッドまとめ。化石のマークやっぱこれのまんまだね。気のせいだった。こうやって見るとさ、やっぱスイッチ版と今回の特大 PV で出た映像全然グラフィック違うね。スイッチもやっぱ綺麗だけどさ、このハニワストーンの雰囲気見てたらやっぱすごい違うなと思う。特大 PV の方がやっぱなんかカチッとした岩の素材っぽさ出てるよね。ちょっと柔らかい雰囲気だもんな、スイッチ版は。確かに最終できるものちょっとキラキラっとしたりはしてるね。さっきのキノコのやつ。いや、もはや3ヶ月私有したい。わかるもう私有させてほしいよね、このバージョンでいいからさ。爆速マウントもう走り抜けてるこの時。もうだってヘンテコパッド見てたらこの時点で3分切ってるんですよ。もうめっちゃ焦ってたこの時。こっからもだいぶ変わったよね。ほらこのクイックライフチェンジのとこもそうだけどさ。いや、これはグレンさんのメニュー見ようと思って回転させてるとこ慌てて、やばいっつって。モニカちゃんのね2つ名とか何だったっけな、どっかにメモったんだよね。森を愛する木こりだったかな。なんか誰かのどなたかの私有映像に載ってて、これはメモった。自分では仲間にしなかったけど。あとね、アイザックさんがマニアックな何ちゃらみたいな釣り人だったっけな。あれかな、このビッグアイテムっぽい扱いのやつでさ、近づいてパコパコ開けて取るみたいな感じか。吸い込みというよりかはパコンパコンって開けて取るみたいな感じか。だからさっきの特大 PV の方の農家さんの箱、距離でも回収されなかったのか。
じゃあビッグアイテムも回収で自動回収になりそうだね。めっちゃ独り言言ってた今。一人でなんか喋って自己解決して終わったなそうだね、この多分ビッググリーンスネークのこれを近づいてパコンパコンって開けて回収だもんね。体験版でいいから発売日前にやらせてほしい。あ、これあ、ふわまるさんまだいるちょっと前に3ヶ月私有したいって言ってるからいるよね。これさっきのカバン的なやつ、どのボタンを押して開けたのかわかんないけど、ちょっと待ってね、今出すから。この時の私はこれが多分ね、ポッケの代わりのカバン機能だね。これもね、ヘンテコパッドの中からカバンに登録するかしないかみたいな項目があったから、そこでね、ここに好きなものをはめる感じなんだと思う。これマルチでは味方が取ったやつに離れて取ってたから、ビッグアイテムやはり取りに来てねって感じかな。多分そこまで優しくはないよ設定だったかな。緑の変な鳥また借りたい。まるまるかな。あ、この子がさ、やっぱこの帽子だよね。このアーマード玉ねぎの近くにいたし、バカデッカーな大陸の説明、公式サイトのこう説明ページのあれでもこの子やっぱオンラインでも見かけた感じじゃないんですよね。やっぱ新キャラもたまげ物化する子も一定数いるのかな。たまげ物ってさ、一応1000年前にたまげ物っていう何かがあるよみたいな説明書きされてたんだよね。だから1000年前の人たちがたまげ物になってるの可能性はないのかなーってちょっと個人的には思ってたんだけど、オンラインでもリンクでも見覚えのないキャラがたまげ物になっているということは、1000年前を生きてる子たちもたまげ物化するのか、現代の世界で会えるのか、はたまた全くなんか違うタイミングであの子がたまげ物化して1000年前の世界で生きているのか、すごい謎。この PV で去年公開されたんですか？そう、これはね、私が去年の2024年のゲームショーに行った時に私有させてもらった時の映像です。そうそう、 X のたまげ物の人気になる人いたから仲間にしたい。どの子だろう。あー、つくよみさんおやすみなさい。あ、でももう日付変わるよって言っても変わってるよ。もう寝る私も何時間喋ってるねんって感じだよね。どの子だろう。ちょっと待ってね。たまげ物のね画像もまとめてあるから、ちょっと待って。どれだろう。これが今週出たたまげ物の子たち。たまげ物のページどこやったっけな。ちょっと待ってね。島クラフト、ヘンテコパッド、あ、これかな。これが最初。これがオンラインの子たちだよね。白根さんとクラウスさんで、これはリンクの子、リンク出身の子かな、無印出身。モニカちゃんとピーナさんで、ほんでまたオンラインの子、シアちゃんとジクさんで、これって感じなんだけど、どの子だろう。昔の横にいたダルスモルスくんと変なジョーロが気になる。変なジョーロはね、ピーノさんだと思う、多分と言われている
ぬいぐるみ族も強いやつがいてほしい。そうだね、なんかオンラインになんか杉田さん、声優の杉田智和さんが声を当てていたというなんかかっちょいいグレーの子いるよね。どこいたっけな。なんかこの相関図の中にいなかったっけ、確か。探せ。あ、いた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 。この子なんか強そう。こういうなんかかっちょいい着ぐるみ族もいてほしいよね。私もちょっといてほしいなと思う。うんうん。羊の人昔ガチャで当たってたから来てほしい。あー、シアちゃんかな。お、あ、明日仕事なのか、葵さん。はい、お疲れ様でした。また遊びに来てね。いやでもそろそろ寝るよ、私も。ちょっと今週なんか変な感じのスケジュールというか、なんか FL 通信の画像を持ってくるの忘れたりとかしてて、ほんと申し訳来週ちょっとちゃんとやりましょう。あ、ザボさん、そうザボングレイトさんっていうね、かっこいいよね。こんな感じの子いるといいなとちょっと思ってます。よし、明日専門の用事で朝早いから嫌すぎる。いやーちょっとね、眠くならないように早く寝ないとですね。いや、私もちょっとそろそろ終わろうかな。だいぶ喋りすぎてさ、なんか喉が痛いんじゃなくて舌が痛い。ずっと舌が乾燥してるのかよし、ちょっとじゃあたまげもののページで最後締めようかな。いや、今日もいっぱい喋ったな。昨日に引き続きでなんか同じこと喋ってたところもあったかもしれませんが、なんかみんなにいろいろ聞けて、なんかルーズさんの杖とかも確認できたし、いや、ありがとうございました。本当にまた来週な。来週ちょっと何喋ろうかちょっと考えときます。またこんな感じで新情報が出てたら新情報を話すかもしれないし、そうじゃなかったらまたたまげもののカタログ見て、ファンタジーライフ通信の画像も見ておしゃべりする感じになるかなと思っております。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。マサさんもコメントいっぱいありがとうございます。お風呂にいたんですか？ちょっとなんか体冷やす前にお風呂から出てサクッと寝てください。じゃああ、この子傭兵だったのか。なるほどね。よし、じゃあ皆さんもお疲れ様でした。今何名様いらっしゃるのかちょっとね、今確認できないんですけど、いっぱいいてくれたらありがとうございます。ちょっとまたお話ししましょう。いつかまたね、今日ちょっと VC とかつなげなかったけど VC でおしゃべりワイワイしながらやる回もいいかなと思っているので、ちょっと一緒に喋りたいよっていう方がいたらぜひぜひなんか連絡くださいではお疲れ様でした。また明日の配信でお会いしましょう。おやすみなさーい。